1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で CM に入って12、13、14、やっぱ十何秒から上がりますね。というわけでおっさんがだらだらしょうもないビールを飲みながらしょうもない話をするってやつなんですけど、なんか最近YouTube のなんか遅延が多くなってる気がするね。なんか前10秒以内だったんですけど、最近なんか10秒超えが多くなった気がしますということで、で僕はビールを飲むんですけども、あった栓抜き、サンフィヨンでいいのかな。なんかベルギーの多分修道院で作ってる系のお酒で、フーイエンか、サンフーイエンで 330ml でアルコール度数が 7.5% っていう、なんか割と最近なんか飲んだことがない面白そうなお酒を選ぶとだいたいアルコール度数が高いっていう。音小さいですか、すいません、ちょっと音を上げてみました。こんな感じでどうでしょうか。はい、というわけで、そんなに面白い話をするわけではないので、アルコールとかを飲んでた方がなんか面白い話になってるような誤解をしてしまうっていう構造が人間の脳にはあるので、なのでお酒のある方、お酒準備していただけるといいんじゃないかなと思います。1125年からやってるところなのかな。というわけで、なんか由緒正しいっぽい感じのビールですけども、なんかベルギーのビールはでも日本を探すと結構ちょこちょこありますよね。めっちゃ泡入っちゃった。はい。というわけで乾杯です。なんか日本のビールって、日本料理屋とかに行くと札幌とかがあるんですけど、あんまり日本のクラフトビールが海外に行った例って見ないですよね。なので日本のビールも海外ちゃんと目指せばいいのになと思うんですけども、泡ばっかりで味がよくわかんないです。2ちゃんの川崎祭りはどうしたら防げたと思いますか。川崎祭りってなんだっけ、覚えてないです、すいません。あとなんか始まる前にやったんですけど、昨日誕生日だったって言ってた梅田さん、おめでとうございます。最近テレビやインターネットや SNS の情報、みんな本当の情報なのか疑ってしまいます。ブログなどもアフィリエイトなどお金を稼ぐために本当のおすすめなのかとも思ってしまいますし、 YouTube なので SNS はこうすればフォロワーが増えますなどのノウハウ動画も再生数稼ぎで本当のことはないのかなと考えてしまったりして、本当の情報がどれなのか分かりません。本当の情報の探し方を教えてください。ACJP か、EDU のドメイン以外の情報は基本信用しないっていうのだと騙されることはほとんどないと思います。まず情報を探すときにブログとか SNS に情報を探しに行ってる時点で間違えてると思うんですよね。なので僕物を調べてるときって、誰が書いてるか分かんないブログとか SNS とか YouTube って基本参考にしないんですよ。要は何か新しい事実ですっていうのってニュースサイトだったりとか、もしくはそのニュースサイトが元にしたような論文だったり政府の発表だったりするので、なので論文を見たりとか政府発表の政府のサイトを見たりした方が一時情報には当たりやすいっていうのがあって、なんか物を調べるときになんか SNS とかブログをなんか対象にして物を調べるっていうこと自体が間違ってるんじゃないかなと思います。はい。ひろゆきさんは何かのファンになった経験ありますか。またファンになるということはその人の全てを肯定するということと等しいと思いますか。例えば私はラーメンズのコントは好きですが、一部過激なネタを受け入れなかったりしますが、他のコントが好きだったりするので自称ファン。加藤純一さんについては一部過激な思想について受け入れられない部分もあるんですが、普段の様子や雑談、ゲーム実況が楽しんでいるのでファンだと思ってます。ファンのあり方についてコメントください。別にもうこれ言葉の定義の問題で、僕もラーメンズは好きですと。だからラーメンズ好きでラーメンズのコントが好きなんですけど、ラーメンズのファンかって言われたら別に僕ファンではないと思うんですよ。なので単にラーメンズのコントが好き、片桐さんが面白いと思ってる人、ね、小林健太郎さんの作る作品が面白いと思ってる人っていうだけで、別にラーメンズというグループのファンという気は僕はないんですよ。例えばスティーブン・スピルバーグの映画でなんか E.T. とか面白いよねってあったとして、別に E.T. が面白いだけで僕スティーブン・スピルバーグのファンになったつもりはないんですよ。なので作品が好きとファンって違うものだと思うんですよね。で人によってはファンのことを信者って呼んだりする人もいるんですけど、なのでなんか言葉の定義の問題なので、別にこの作品が好きだよとかこの人のこの歌は好きだよっていう風に話をすればいいだけなんじゃないかなと思いますけど。
プロジェクターを買ったので大迫力の映画を教えてほしいです。実写の洋画でお願いします。インセプトンやプライベートラインあたりが好きです。パシフィックリム、ゴジラ、クローバーフィールドも好きです。MCU もほとんど見てます。X メンシリーズのゼルとローガンも好きです。有名どころは結構見てますが、見落としはあるかもしれません。プライムビデオかネットフリックスなのでマイナーでも OK です。基本的に映像が綺麗な作品って大体金を使ったハリウッド作品がほとんどで、金を使ったハリウッド作品って大体有名作品なのでもうほとんど見てると思うんですよね。なのでここに書いてないのでいくとアバターとかが割と面白かったなっていうのと、あとグランブルーっていうジャン・レノが出ててリュック・ベッソン監督が作ってる作品は映像が割と綺麗と言われていて評価されてたりします。なのでもう有名どころを順番に見続ける方が多分映像的な大迫力っていうのは見られるんじゃないかなと思いますけど。ちなみに北野武監督のアウトレイジの1話結構面白いのでおすすめです。3日連続違うか2日間にわたって3回見たのかなんかたまたまニコニコ大会議みたいなやつで仙台かなんかに行った時にその2泊だったんですけど、なんか1泊目になんか有料なのかななんかその宿の中で見られる映画みたいなやつでアウトレイジがあって、で最初見てこれ面白いじゃんってなって、みんなで見てたんですけど、で伏線が回収される時に人の名前が多すぎてこいつ誰なんってことになったんで、じゃあもう一回見てこの人が誰だったのか確認しようみたいな。いや会話の中で山本がって言われた時山本って誰だっけみたいになっちゃったりするんで、2回目を見て2回目もやったら面白いよねってなって、で次の日も飲み会をしながらダラダラしてたらアウトレイジ面白いよねって話になって、じゃあもう1回見ようかって言って2日で3回見たっていうのがあったんですけど、それ以外僕あんまり同じ映画を何度も見るっていうことやんないんですよね。子供の頃はやってましたけど、ポセイドンアドベンチャーとかあれ違うな、いいやキョンシー映画とか何回か見てますね。26歳会社員男性、今年精神障害者福祉手帳の取得を目指して通院中。複雑性 PTSD なのですが薬が一切効かず睡眠薬のみ服用中です。励ましてください。ただ今のところ普通に働けてるってことなのかな。じゃあ今のペースで変にストレスがかかんないような形でペースをつかんでうまく手帳が取れたらおめでとうございますということで。マーダーミステリーを作成しています。以前の配信でマーダーミステリーは価格が高いのに1回しか遊べないから不合な遊びだよねと拝見しました。しかし価格だけであればオンラインで安い作品も多数あり、例えば脱出ゲームは高額かつ1回限りでも流行しました。他に普及への立足はないでしょうか。例えば遊びやすさや謎解きにおける松丸亮吾さんのような存在など、ひろゆきさんが金額以外に感じられた課題や遊ばれたことがある作品があれば教えてください。でもマーダーミステリーだったりマーダーミステリーと呼ばれる前に作られたそのシナリオ付きのボードゲームとか割とちょこちょこやってるんですけど、基本的には不合な遊びだと思うんですよね。1回やるのが5000円でしかもその5000円二度と使えませんみたいなパンデミックっていうゲームがあるんですけど、ウイルスが広がってってなんかゾンビになっちゃったりして、でそれを防ぐっていうのなんですけど、でそれのパンデミックなんだっけクラシックだっけなんか違うな、いやなんか12回連続でできるんだけど1回1回そのカードをちぎったりとかシナリオが変わったりして、そのボードゲームなんだけど二度とできないよねっていうのがあったりするんですよ。であれもレガシーすいませんパンデミックレガシーであれも結構面白いんですけど、あれも結構微妙なんですよね。やっぱ1回しかできないのと、1回やっちゃうとこのキャラクター有利だよとかってストーリーをしちゃってたりするので、なのでなかなか厳しくなっちゃうっていうのもあるんですけど、なので結局不合な遊びという部分は変わらないんですけど、で脱出ゲームがなぜ許されたかっていうと人間がやっていてその場所でしか参加できないものに関しては人は高い金を払うっていう風習があるんですよ。でライブっていうなんかイベントがあって、東京ドームみたいななんかめちゃめちゃだだっ広いところで実際になんか楽器を弾いてる人のアーティストの声とか音っていうのは生ではほぼ聞こえてなくて、マイクを通してスピーカーからの音が聞こえるんですけど、めっちゃ離れたところから鳴ってるスピーカーなので実は音の質としてもだいぶ悪いんですけど、でもなぜかすげえ遠くの人でも1人5000円とか払ったりするっていうすげえ効率の悪いイベントを喜んでお金を払う人っていっぱいいるんですよ。で本来本当にいい音で聞きたいんだったらCD 聞くとか、もしくは有名じゃないアーティストの生の音がきちんと聞ける小さなホールのイベントに行くとかの方が音としては絶対いいはずなんですけど、でもなんかマイクとスピーカーを通した
別に家でも聞けるような音を聞きたがるっていう人結構いたりするんですよね。っていう感じで、その生で人がやるのだったら見るっていうんで、演劇って大体つまんないんですよ。本当に面白い演劇ってごくたまにあるんですけど、基本的に大体の演劇ってその演劇をやりたい人たちと役者が自己満足でやっていて、そのお金を払って見に来るというよりは大体知り合いにチケットを売りつけたりみたいな感じでなんとか成立しているものばっかりなんですけど、でそれも大して面白いことやってないんですけど、なんか1回3000円とか取られたりするんですよね。で本当に面白いんだったら別にもうそれなんか面白い話として映画化したりっていうので成立する場合もあるんですよ。なのでカメラを止めるなっていう一昨年ぐらいに流行った上田監督がやってる映画があるんですけど、あれがもともと演劇でそれなりに有名な話があって、でそれをパクってできた映画って言われてるんですけど、結局その演劇の元やった人とは和解したらしいんですけど、っていう感じでその本当に面白いストーリーであればその劇場の中でしか見れないような演劇という形じゃなくて、じゃあ DVD が出たりとかっていう形で他に売り上げが増えるような形でファンを増やせるんですよね。だからテニスの王子様って演劇だとDVD がいっぱい売れたりっていうのがあるので、基本的にはそのDVD になったりとか映画化してないような作品って大体面白くないんですよ。で大体面白くないんですけど、演劇ってコロナの前は日本中でやられていて、でその3000円とか5000円とか払ってる人がいっぱいいるっていう状態だったんですよね。なのでその面白くなかろうが人間がその場に集ってやるっていうのであれば金を払うっていう風習があるので、なのでその脱出ゲームがなぜ流行ったかっていうと、面白いかどうかじゃなくてそこで知り合いだったり人間がやるから面白いっていうだけで、ゲームそれ自体が面白いって話にはならないんですよね。で家帰ってじゃあその何かオンラインで脱出ゲームのようなものがあります、それにお金払いますかっていうと相当きついんですよね。要はその家の中だったらそのものすごく面白い映画とか漫画とかその面白さが確定してるものがいっぱいあるんですよ。その例えばじゃあエヴァンゲリオンって映画なんか100億円の興行収入行きましたってことはきっと面白いだろうと。なのでなんかよくわかんない聞いたこともないマーダーミステリーを見るぐらいだったらやるぐらいだったらエヴァンゲリオン見た方がきっと面白いだろうと。でエヴァンゲリオンこうだったよねって話が広がったりするので、そっちの方が得だよねってあるので、なのでそのパソコンの前に座って家にいる人に金を出させるエンターテインメントって相当難しいんですよ。要はそのネットフリックスとかってもう定額で払ってるから別に何かを見るためにお金払ってないわけじゃないですか。でマーダーミステリーの場合って毎回お金を払わなきゃいけないので、なので相当きついので、もし本当にオンラインで何とかしたいんだったら安くして薄利多売の方がよっぽど売り上げは上がるんじゃないかなと思います。はい。長くてすいません。チームメイトの後輩を殴って無期限出場停止を食らった選手が他チームに移籍した翌日に試合に出るのは甘いなと思うんですが、ひろゆきさんどう思われますか？なんか巨人に移籍した人がなんか活躍してどうこうって話ですね。僕その話全然知らないんですけど、何が問題か僕分かってないんですよね。その要はそのチームで無期限停止であって他のチームに行ったら問題ないよねっていうのであれば、それルール上問題ない行為になると思うんですよね。でその本来人殴ったから良くないよねっていうのであれば、それは僕刑事事件にするべきだと思うんですよ。要はその本来人殴ったのに刑事事件にならないで許されたっていうその最初のところが僕まず間違ってると思うんですよ。要はその日本の学校であるんですけど、例えば他人を殴りましたとか人の服破りましたとか、なんかその脅してお金を取りましたとか脅してその子が持ってるゲーム機を奪いましたっていう犯罪行為がなぜかその学校の中だといじめというキーワードにくくられて犯罪として捜査もされないし、やった側が罰も受けないし、なんか親御さんがたまに呼ばれて説明したりして終わりっていう謎の風習があるんですよ。でこの事件詳しくないですけど、その人を殴ったのが事実であればもうそれは僕は傷害罪としてちゃんと警察が動くべきだと思うんですよね。でもなんかそれをやりませんでした。で犯罪としてその取り上げることもなくなんか内々で解決しました。でもう内々で解決した中で内々の解決の中では他のチームに行った場合に別にプレイして OK ですってルールですっていうので、ああそうなんだへえっていうだけで、何が悪いって最初に殴った刑法を放置、要は刑法犯なわけじゃないですか。人を殴りましたっていうのが。なのでそれに対しての罪を咎めないというそこのその組織、それがいじめだと学校だし、で今回だとそのプロ野球のチームみたいなその内部の論理を法律より優先している
っていうとこ自体が僕問題だと思うんですよ。で、その中で、そのなんかチームを移籍したら出場できるよねが良くないよねとかって、もうそのなんかその組織の中のルールがすでにその日本の法律から超越した状況になってるので、それといい悪いとかじゃなくて、もしその善悪で考えるんだったら、まず最初の刑法犯をなんとかしろよっていう話だと思うので、なんかその巨人に出ること自体が問題なのっていうのはよくわかんないんですよね。で、その出場停止にすれば人を殴っても OK っていうルールがまずまずいじゃないですか。だからなんか、そこ責めないで、巨人に行って出場するのが悪いって、いやいや、待って待ってって、人殴っても OK ってルールのがまずいんじゃないのっていうふうに僕は思うんですけど、なんでまあ、これもね、論点が違うって責められると思いますけど、すいません。ひろゆきさん、こんにちは。ひろゆきさんのスパチャしてきたユーザーのユーザーネーム、どれくらい覚えてますか？ちなみに私は3、4回読んでいただいております。わかります。オドレートゥトゥさんは、口に出したことが1回あるので、僕は今2回目という認識です。なので、基本的に僕は記憶力悪いので、覚えてないです。すいません。っていうのを聞くために6100円払ったんだ。10代後半のものです。私は次のことからティラノサウルスはひいきされていると思います。ティラノサウルスは他の大型肉食恐竜よりほぼ全能力が高いとされる。ティラノサウルスは倒せる可能性のあるギガノトサウルスがどんどん弱体化される。ティラノサウルスの仲間に羽毛があるのがいただけで、ティラノサウルスだけ羽毛があると紹介され、他のティラノサウルスの仲間は紹介される。ちなみに3つ目の説は現在否定されています。ひろゆきさんは古生物学に嘘があってもわからないと思いますか？昔なんかで親指めっちゃなんか長い族がいたんですよね。なんだっけ、名前忘れちゃった。なんか本来爪だと思ったんだけど、それが実は親指にすごいでかい爪がついてて、本当はそれはその牙じゃなくて爪だったんじゃないかみたいなのがいたりとか、で、もともとその変温動物だという、イガノドンじゃないですね。変温動物だと言われていたイガノドンか。で、恐竜も実は高温動物なんじゃないか。だってそうじゃないとあんなでかい体動かねえよみたいな話になっちゃったりしてて、なんでその古生物学自体が結構変遷してるので、あんまり僕信用してないんですよね。子供の頃のその知識っていうのが、だから、確かによく考えたら、あんなでかいものが早く動けるわけないよねっていうのもあるので、なのでやっぱりそんなにサイズでかくないか、もしくは高温動物だったんじゃないのかっていうのは結構正しいなとは思ったりするので、なので、古生物学が現在こういう状況ですっていうのも、あんまり僕信用してないんですよね。なんか化石を拾ってきて、それをなんかコンピューターで自動的に彩色したらこんな色になりましたとかって、本当にそうなんっていうのが、なんかやっぱ信用できないんですよね。確認のしようがないじゃないですか。なので、なんかその当時のなんか他の鳥の羽毛がこうだったからこうだったんじゃないのみたいな想像でやってるんだと思うんですけど。動物、恐竜とかって子供が割と興味を持つので、やっぱり口すげえでかいっていうティラノサウルスの見た目がみんな好きになると思うんですよね。プテラノドンとかなんか微妙じゃないですか。で、ステゴサウルスとかあんま強そうに見えないしみたいなのがあって、なのでなんかティラノサウルスのモンハンにも出てくるし、そんな感じでああいう生き物好きだよねっていうので、好きな生き物が活躍すると割と人は楽しがったりするので、なのでティラノサウルスが活躍する映画とか話っていうのが増えるってことなんじゃないかなと思いますけど。トリケラトプスかわいい。牙いっぱい生えてますからね。仕事辞めた後に仲のいい顧客を引き抜いて営業するのって犯罪ですか？やってもいいことですか？民事で訴えられると負ける可能性があるんですよね。要は会社として知り合った取引先の仕事を持ってったので、それは元々の会社で手に入った情報を使ってうちの会社に損害を発生させましたよねっていうので民事で訴えられる可能性があるので、なのでこっそりやってください。こっそりやった分にはバレないです。はい。で、犯罪かというと刑法に触れる話ではないですね。デビューしてもうすぐ6年のアイドルの出来婚ってどう思いますか？別にできちゃったんならしょうがないんじゃないですか。もうだって要はアイドルだろうとなんだろうとやる子はやるわけじゃないですか。アイドルだから恋人がいないとか、アイドルだからなんか彼氏彼女がいないとか思い込みたいのはわかるんですけど、残念ながらやっちゃってる人いっぱいいるわけじゃないですか。AKB のセンターだった指原さんとかもファンとやっちゃいましたっていうのがもう確定事実としてあったわけじゃないですか。だから基本的には
要はそのなんか AKB の中でアイドル論とかを語ってる指原さんですらファンとやっちゃったわけで、なのでもうそういうもんなんだと思うんですよね。なのでやっちゃってて、今まで否認してたけど否認失敗しましたっていうだけで、もう男女ってそういうもんでしょうって思った方がいいと思いますよ。なのでもしそういうのが嫌だったら二次元の方にファンになるといいんじゃないかなと思います。とはいえね、二次元のファンになってもね、最近だとVTuber っていうのって、中の人ができてたりするんですよね。いや、その VTuber この子可愛いと思ってたら、その中の声優さんとなんか所属事務所の社長ができてるみたいなのがあって、そうなんかVTuber としてはやってないことになってるけど、中の声優がやってたら、それはその魂がやってることになるから、それはどうなのみたいなのがあって、なのでなかなか難しいですよね。声優もほら、結局人間なんで、やっぱやっちゃうじゃないですか。だから多分その合成音声でおっさんが作ってるっていう VTuber かネカマの VTuber が多分一番不幸にならないと思うんですよね。ネカマのセクシー VTuber の方がいらっしゃるんですけど、中身男性なんで、要は男性といたすということが一切起きないんですよ。なので多分好きになっても誰かに取られるっていう経験しないと思うので、ネカマの YouTuber の方を見つけてファンになるといいんじゃないかなと思います。はい。中高一貫5年、数年サボって勉強を忘れ、成績不振で自分も母も就職の方法で考えています。高卒の厳しさは分かっているつもりです。今からでも大学を目指すべきですか？はい。資格や死ぬ気で高卒地方公務員とかを目指すべきでしょうか？いろんな人に地頭いいしやればできるのにと言われてきましたが、自分がやればできるのかできないのかすら知りません。通電のサボりの開始は正直できないと思って諦めてます。趣味は DTM で欲を言えば音楽編集で稼ぐ悩め。この現状にアドバイスをお願いします。たかが数年でできないと思ってると、人生って長いんですよね。で、大体日本人の、男性だと思うんですけど、男性って80後半ぐらいもできるんですよ。で、中高一貫5年ってことは多分まだ17歳とかだと思うんですけど、その間の数年ってどうにでもなるんですよね。ぶっちゃけその大学に受かるための授業レベルであれば、本気で1年やればそこそこの大学は受かりますよ。なので別に数年間何にもしなかったとしても別になんとかなるんで、で本当に地頭がいいかどうかでやればできるのかできないのか知りませんだったら確認してください。やってみて本当にダメだって分かったら、ダメな中でどうやって生きるかっていう選択を選べばいいと思うんですよね。例えば僕の知り合いで性格の悪い死んだ魚をしてるデブなおっさんがいるんですけど、であいつ基本的にダメなのはもういろんなところで証明済みなので、彼が頑張るとか俺これいけると思うんだよねっつっても周り誰一人信用しないんですよ。また嘘言ってるわこいつみたいなっていう感じで、できないことが証明されてる人であればもうできないよねって納得して、なのでできない形でどう生きるかっていうのをやればいいと思うんですけど、まだできるかどうかわからない、知らないっていうのであれば一回できるかどうか確認してみた方がいいと思いますよ。受験に関してです。現在中学3年生です。偏差値は今51ぐらいですが、勉強になかなか集中できないです。たまにゾーンに入るけどプツッと切れる時があります。長い時間集中できる方法が良ければお伺いしたいです。またおすすめで勉強法も教えてほしいです。何でもお願いします。確保はできていますし、僕は全部私立で偏差値が63ぐらいです。65くらいまで個人的に上げていきたいです。将来医者になって人を助けたいです。ここは行きたいところに行って大学医学部に行きたいです。まず集中力が短いのは当たり前です。長い時間集中できる人ってたまにいるんですけど、それはもう多分才能か遺伝の問題で、なので集中力短いのが当たり前であるというのをまず確認してください。で、短いのが当たり前なんですけど、ただ1日に何回集中力が発揮できるかっていうのは、実はある程度努力でカバーできるんですよね。でも集中力30分しか続きませんっていう時に、じゃあ30分集中した後にもうめちゃくちゃだらけます、もしくは昼寝をしちゃいますっていうのでリセットした後にもう一回集中するっていうパターンだと集中できる人って結構いるんですよね。なのでもし集中力が短いのであれば1日に何回も集中するっていうパターンで集中する時間を1日の中で切れた。大丈夫かな。勉強をどのレベルでやってるかによるんですけど、集中しなくてもできる勉強っていっぱいあるんですよ。要は物事をきちんと理解しようとしてる時って集中した方が早く理解できるんですけど、英単語を覚えるとかってやる気がない時にやった方が効率いいんですよね。要は集中してる時に英単語を覚えたと思い込んでたとしても記憶って必ず忘れて失われていくんですよ。
なので、その英単語をじゃあそのなんか500個覚えなきゃいけませんっていう時に、そのまあ500個分をテストしますと。で、その後にやる気のない時に500個分をそのテストしてみて、で、答えられないやつをピックアップしてみてください。要はその答えられない、覚えられてないやつっていうのをいかに覚えるかで、要はその覚えられるやつはすぐ覚えられるからもうほっといていいんですよ。なので、覚えづらいやつ、なぜかこれ覚えられないやつっていうのをピックアップして、それをいかに重点的に覚えるかっていうのをやった方が、結果としてちゃんと覚えられたりするんですよね。だからそのなんか中学だとよく使うなんかハブとかテイクとかってもう忘れないじゃないですか。でもそのなんか、あんまり使わないような英単語とかだと、結構覚えられない。ヘデックってなんだっけとかになると、で、それってなんか覚えられないよねって単語っていうのがあったりするので、その覚えられないものを見つけ出すっていうのも、勉強の一つのやり方なんですよ。なので、そのやる気のない時にやるべきことっていうのもあったりするので、なので、そのやる気のない時にこういうことやって、その新しいことを覚えるときは集中した方がいいよねとか、あとその、まあ、模試みたいな形で集中して解くみたいなんだったら、それ、40分とか集中時間が必要なので、その集中するタイミングとかをうまく切り分けるっていうので、その自分の才能と時間っていうのをちゃんと適切に使った方がいいんじゃないかなと思います。あと他人がいるとこに行くとサボりづらいので集中しやすかったりするんですよね。なので僕大学受験の時に政治経済を僕選んだんですけど参考書を立ち読みするっていうのを結構やってたんですよ。まあお金がないっていうのもあるんですけど座れないから早く読み終えたいと。で要はこれを読破するまではもう家に帰らないっていうルールで僕本屋に行くんですよ。で経済の参考書ってそんなに分厚くないのでなので読もうと思ったら4時間ぐらいで読み終えるんですよね一応。そんな方だったかな ?3 時間とかかな。なので、で、疲れるから早く読み終えた方が得じゃないですか。なので、早く読み終えるっていうので、ずっと立ったまま、で、人が周りにいるから割と集中して読めるんですよね。要は、サボろうにもサボりようがないので、っていう感じで、3冊ぐらい参考書を読破したんですよね。経済あんまりよく知らないんですけど、少なくとも、一回、知らない状態でまず1冊読み終えますと。で、次の参考書を見たときに、同じこと書いてやると、あ、これ読んだわってわかるんですよ。で、なんか新しいこと書いてあったりとか、わかんないことがあったら、あれ、こんなのあったっけとかで、また覚え直すみたいな感じで、で、3冊ぐらい読むと、大体見たことあるものになるんですよね。要は同じようなこと書いてあるから。っていう感じで、お金かけないで、なんとなく把握するっていうのを短時間でやるっていうやつなので、なので家でやるっていうのをまず置いといて、他の環境でやった方が、うまくいくんじゃないかなと思います。ちなみに勉強というか読むだけですよ。で、僕はお金なかったんで、大学受験の前から本屋で立ち読み、長時間超やってたんですよ。まあ、最近ないと思うんですけど、昔本屋さんって漫画読めるところとか、あと小説も結構今でも読めると思うんですけど、なので、なんか短めの小説ぐらいだったら僕本屋で読破するとか普通にやってたんですよね。なので、ライトノベルとか別になんか買わなくてもどうでもいいやつあるじゃないですか。なんか流行ってるからみたいな。ああいうのは本屋行けば普通にタダで読めるので、そんな感じで読むっていう習慣がありました。はい。某金配りおじさんを見てると、池のコインにパンの耳を上げて水が跳ねたってコインに切れてる頭のおかしいやつにしか見えません。ブロックされた記念にいろいろ思うことを教えてください。僕前澤さんにブロックされたんですけど、お金配りおじさんと呼ばれてる前澤さんなんですけど、なんだろうな、前澤さんってすごいお金儲けてるはずなので、きっと頭がいいだろうという前提で僕は接しているつもりだったんですけど、最近なんかこういう接し方が良くないんじゃないかという気がしてきたんですよね。ブロックコメントありがとうございます。多分みんなに褒められたくてお金配り始めたんだと思うんですよ。なんか前澤さんすごいとか、社会のために頑張ってくださってありがとうございますとか、で、褒められるためにやってたと思うんですけど、で、ちゃんとなんか、じゃあ、困ってる人にお金をあげてる間は、あ、すごいよねっていうことになってたと思うんですけど、なんか、最近、なんか家を建てようとしてる人が、なんか、設計をこの会社に頼むと、10万円プレゼントみたいなのを始めたんですよ。で、そもそもの家建てようとしてるやつって困ってないでしょ。それ金持ちでしょっていうのと、あと単にじゃあ家買ったら10万円キックバックって、それただのアフィリエイトじゃね？寄付でも何でもなくねっていう話で、なので、あれって多分お金もらってるからやってるんだと思うんですよね。単なるアフィリエイトなんで。で、
別になんか1000億円とかあったとして、多分そのなんかビジネスの契約って、せいぜい数千万とかだと思うんですよ。で、今更数千万円欲しいっていう。要はもともと前澤さんって何十億も配ってる人なんですよね。なんかちゃんと僕計算したわけじゃないんで、なんか自分で言ってるのそのまま信じてるの本当は違うかもしれないですけど、なんか一応前澤さん曰く何十億配ってる人のはずなのに、なんかなんか家設計したら10万円配りますで、多分その収益もなんか一定数千万だと思うんですけど、なんかそんなたった数千万で今まで積み上げてきた名声を地に落とすのってどうなのって僕は思うんですよ。だってほら、今まではちゃんと困った人に配ってたけど、お前アフィリエイトやってんじゃんって突っ込まれたら、今までやってたことの、その良かったことも悪く言われるじゃないですか。で、前澤さんいいよね、素敵だよねって言われたくてやってんのに、そんなにたった数千万とかでそれ捨てんのっていうのが、もう全然わかんないんですよ、僕だから。だからなんか僕が勘違いしている、なんかその設計するとなんかすげえ、前澤さんすげえ、10万円もくれるんだすげえっていう人が多いっていう説か、前澤さん実は本当はお金ないという説か、前澤さん実は頭が悪いっていう説か、どれかは分かんないんですけど、ただなんか頭がいいという状況で今のことごとが説明つかないんですよ。で、僕ブロックされたじゃないですか。で、普通に考えたら僕めちゃくちゃめんどくさいやつなんですよ。要は僕と前澤さん関わったせいで、僕チクチク前澤さんに絡んでって前澤さん困るっていうのやってるじゃないですか。だから、ブロックした瞬間に僕がブロックされたって言って、なんか Twitter に書いたりとか、なんかYouTube とかで言うだろうなっていうのを普通に考えたら想像できると思うんですよ。で、要は頭が悪いと想像できない可能性があるんで、頭が悪いという可能性もあるんですけど、でも彼はきっと頭がいいので、今後の可能性は置いときますと。で、じゃあ仮に僕の発言が本当に見たくないんだとすると、Twitter ってミュートっていう機能があるんですよ。要は、ブロックされると、ブロックって僕の発言が前澤さん見えなくなるんですけど、ただ僕もブロックされたって分かっちゃうんですよ。でも、Twitter って賢い人が作ってるので、ミュートという機能があって、そのミュートって前澤さんが僕をミュートにした場合、僕の発言は前澤さん見えないんですけど、僕がミュートされたということは僕分かんないんですよ。っていう機能があるんですけど、それを知らなかったのっていうのが、で、頭が良かったら普通知ってるんですよ。ちょっとでも調べたらわかるはずなんですよね。で、仮にスタッフにまともな頭のいい人がいたら、前田さん、ムカつく人がいるのは全然わかります。でもこれってブロックじゃなくてミュートの方がいいですよっていうアドバイスをするはずなんですよ。なので、周りにバカしかいないっていうパターン。で、周りにバカしかいないからミュートを知らないパターンと、周りに賢い人がいて、ミュートというのを教えたけど、前澤さんがミュートが理解できなかったっていうパターン。もしくは、スタッフも前澤さんも頭が悪いというパターン。っていう、だからいろいろ考えてるんだけど、やっぱどう考えても、前澤さんが頭がいいという仮説で、現在の状況が説明できないんですよ。なので、もしよろしければ、前澤さんが頭がいいので、こういう論理で今の行動を取りましたっていうのを教えていただけると、僕もちょっと理解ができるので、もし皆さんそういう方いらっしゃったら、ちょっと、前澤さんは頭がいいのでこういう行動を取ったんだよっていうのを教えていただけると、僕の戦学ながら、世の中のことあんまりよく分かってないので、教えていただけるとありがたいなと思います。はい。はい、すいません。ごめんなさいね。誰に謝ってんだろうね、これね。酒飲んで人の悪口言うのは良くないって言われたんで、悪口は言ってないです。ただ、要は、事実と、観測される限りの事象を説明してるだけで、僕悪口は一切言ってないと思うんですよ。はい。ミュートの機能って、Twitter の説明の FAQ に書いてあるのと、あと調べればいくらでも出てくるんですよ。だから頭が良かったら、ミュートは知ってるはずなので、ちょっと頭がいいけど、ミュートをあえて使わないというところがあるのであれば教えていただきたいという話で、あくまで僕これ質問で、別に特定の M さんをディスるつもりは全くないという前提を、切り抜く方も、ここの部分は、強調していただけるとありがたいです。はい。別にスポーツ新聞の方とかも、あくまで質問なんで、はい。副業で某配信アプリでライブをしていますと言っても、都内一人暮らしの家賃程度稼げるようになったくらいなのですが、数十人の人に投げ銭をしてもらって稼いでるお金なので、この先数字を伸ばすことに限界を感じています。今応援してくれているいわゆるファンの方を話さないように別のことにシフトしようと思ってるんですが、ひろゆきさんならどうしますか？両方やると思います。
要は今まで通りのファンが喜ぶ行為をやって、その月に数十万円というのを維持しながら、他の新しいことをやって、そっちで新たなファンを作るっていうのをやると思います。中学校教員2年目の男です。退職し、父親が8年前に起業した会社で次期社長を目指して入社したいと思ってます。父親の会社は保険事業をメインでやっており、認可保育園を1つ、小規模認可を8つ、認可外を1つ経営しています。やり手ですね。社員は60人、パートを含めると230人です。8年目でこの程度の会社は良い方なのでしょうか。かなり良いですね。他にも様々な事業をしており、借金だらけではないか不安です。早めに来年から入社すべきか。もう数年教員を続け、会社の様子を見つつ、一人前の教員になってから入社すべきかアドバイスをいただきたいです。一人前の教員になる方を僕はお勧めしますね。結局部下として学校の先生を使うということになるんですけど、2年で教員を辞めたようなやつというのだと、こいつの話を聞いてもしょうがないよねっていう判断をする人って結構いたりするんですよ。教職の方ってお金のためにやっているという人じゃない人が多くて、結構プライドの高い方が多いんですよね。で、そういう方って教員をやろうとしてできなかったやつに教職を語られたとしても納得いかねえよってあったりするんですよ。でも創業者の場合って経営者として優秀だよねって一目置いてるので、なので教育者のことは分からなかったとしてもあなたの言うことに従いますってなるんですけど、生地2代目でしかも教員もやろうとして2年で辞めちゃったような中途半端なやつが上から目線で言ってきたら、お前何分かってんだよっていうのが内心必ず生まれちゃうんですよね。っていうのがあるので、本当に事業を継いでいきたいと思うのであれば、きちんと教職の方でもそれなりにやって、ある程度現場のことはわかるんですけど、ただ皆様方の方が経験は多いので教えてくださいっていう形でやった方がまだマシだと思うんですよね。なので2年はちょっと早いんじゃないかなと思います。なので就任になるくらいは頑張った方がうまくいくんじゃないかなと。フランスで刺身とか食べれますか？鮭とマグロは冷凍でありますね。あとは、カツオだ。カツオも手に入るという噂を聞きました。はい。あと、イカとかはなんとかなりますけど。中二女です。私の父は小さな会社を経営しているんですが、事業拡大のために知り合いと手を組んで貴族関係のものを売ると言ってきました。さらにカフェの開店、オイルの販売、土地の売買と個人での事業も展開していくと言っています。詳しくはないのですが、現時点で経済状況やコロナ等で今始めるのは安易すぎるのではと思いますが、どう思いますか？また日本国内だけでなく他国での事業展開も視野に入れた方が良いのでしょうか？多分、お父さんちょっと迷走してますね。いろんな事業に手を出すっていうのって、基本的にうまくいってない会社がやりがちなんですよね。本当にうまくいってる事業があるときって、基本その事業に特化した方が利益率上がるんですよ。で、今コロナ禍もあるので、下手に手を出すよりも、うまくいってる事業をちゃんとやり続けて、下手に社員雇ったりすると、コストが上がって、お金がどんどん出てっちゃうので、なので、人は雇わないようにして、今の事業をきちんと回すっていう、守りの経営をやった方がいい状況だったりするんですよね。で、IT 系とかであれば、例えばじゃあ、ズームですみたいなのだったら、今コロナ禍でガンガン売り上げ上がってるので、じゃあ人バンバン雇いますって言ってわかるんですけど、読んでる限りは IT と関係なくて、かなり人間に関わる、小売系の仕事なんで、どちらかというと、迷走していて、どれもうまくいってないという状況だと思うので、なので、あんまりうまくいってない中で手を広げているので、かなりやばい状況だと思うんですけど、ただ中学2年生の女の子がそれを言ったとしても、聞き入れてくれるとは思わないので、生活費でこの部分は残すっていうのを定期預金かお母さんの名義かあなたの名義で作ってもらうっていうのを家族会議で決めてください。やばくなったお父さんって後先考えないで貼っちゃったりするんですよね。要はもともと口座には2000万円あるんだけど、毎月毎月100万円ずつ減ってってあと20ヶ月でなくなるから、なんとか新しい事業をしなきゃいけない。で、その新しい事業1000万円かかるっていう時に1000万円払っちゃったりする人って結構いるんですよ。中小企業の人とかで。要はだんだん減っていく状況を変えなきゃいけないから半分かけちゃうみたいな。
でそうなるとどんどんその生活のお金も減っていっちゃうので、なので2000万円あるんだったら生活費として1000万はお父さんが使えない形で確保して、これはもう生活費だよね、だからお母さんが管理します。で残りはもうお父さん好きに貼っちゃって、で仮にお父さんが無一文になったとしても残りのお金でなんとかなるよねっていう風にした方が安全だよねっていうのを家族の同意という形で作った方がいいんじゃないかなと思いました。はい。こんばんは、26歳男です。以前質問を読んでいただきました。前職と残業未払いで争い勝利したんですが、会社は解散。その会社にいた役員と共同会社3つを訴訟することにしました。これから相手が取る行動で民事ではなく刑事にできることは何か予測できますか？会社自体はなくなったので、その役員の個人債権ということにして、で、今って民事債権の、なんだっけ、民事、なんか債権の回収の法律が変わって、お金がある人がお金がないって言った時に罰則がつくっていう法律に変わったんですよね。なので要はお金がありますよねっていう時にないですっていうと、その時点で罰金だったりそのなんかやりすぎると刑事民事再生法じゃないです、刑事事件に持っていけるみたいなのがあったりするので、なので普通にその個人としてそのお金払うっていう債権その判決をもらって、でその個人での財産っていうのがあるんだったら開示してくださいっていう手続きをやるっていうのにしとくと、もし嘘をつくと刑事に持っていけるので、そっちの方がいいんじゃないかなと思います。社会保障が充実している先進国は消費税が高く、年金問題や国債などの負の遺産が少ないイメージがあります。日本が逆なのはなぜでしょうか。また寝たきりの高齢者が生きるために多額の税金を使うことに理解ができません。そう考える人の思考回路を教えてください。寝たきりは置いといて高齢者の方が多いので、高齢者にお金使う方がいいよねっていうので、高齢者にお金を使いますっていう党に投票するので、結果として高齢者にとって豊かな状況になってます。なので高齢者向けの年金ってずっと出続けてますよね。で消費税が高い国に、例えばヨーロッパとかって福祉が割と充実しているので、その分消費税高いよねっていうので、フランスも消費税 20% ぐらいなんですよね。でただ医療費タダだし、普通に暮らしててお金のない人って大体月に1万円2万円ぐらいもらってるんですよね、国から。なんかアロカシオンっていう家賃手当みたいのがあって、外国人とかでも、例えば外国人留学生ですっていうので、じゃあパリ住みますってなると、6万円ぐらいの、6万円だと難しいかな、8万円ぐらいの家賃のとこ住むと1万5,000円とかもらえるんですよ、国から。っていう感じで、その家族が多いと、もうちょっともらえたりっていう感じで、一応計算式があるんですけど、そんな感じで暮らしてるだけでお金みんなもらえるっていうシステムがあるんですよね、お金のない人は。僕はもらえないんですけど、残念ながら。でもしただ僕も日本やろうとすると、フランスでは収入ゼロで全部日本の収入にしちゃうっていうのをやると、多分フランスでも僕もらえるんですよね。一応フランスに滞在するそのビザを持っていて、でも収入そんなに多くないよねっていうのを主張すると一応もらえるっていうのがあるんですけど、っていう感じで割とそのお金配るの当たり前っていうので、さらに仕事がないと失業保険的なものがもらえたりっていうので、割とその福祉充実してるんですよね。なんかフランスってその若者の失業率が 20% ぐらいいってるって話を、日本でも言う人がいるんですけど、若者の失業率 20% っていくと、若者って働くのすごい大変なんだって思うんですけど、パリの飲食店とかって人来なくてめっちゃ困ってるんですよ。要は本来失業率 20% ということであれば、みんなが仕事したいっていうので飲食店とかにも応募してくる人が多いはずじゃないですか。ところがどっこい応募もしてこないし、働いたやつもすぐ辞めるんですよ。でこれがなぜなのかっていうと、だいたい1年働くと1年失業保険もらえるんですよね。なので1年働いてわざと辞めるやつがいっぱいいるんですよ。要はその1年働いて辞めると1年分給料もらえるから、働き続ける理由がないんですよ。確かね、7割か8割ぐらいもらえるのかな。なのでその1年働いたら辞めて、1年働いたら辞めてってやってダラダラ暮らす人って結構いるんですよ。で働いてない期間っていうのもその7割8割なんですけど、今だと難しいんですけど、Airbnb みたいな、例えば僕の家があります。で彼女も家を持ってます。でその各自政府から月1万円2万円とかもらえるじゃないですか。で Airbnb で自分の家を貸し出しにして、でなんか外国人が借りたいですって言った時は、じゃあ自分の家を1泊1万円とかで貸して彼女の家に住むんですよ。
でそうすると1ヶ月の間1週間外国人に家貸すだけで7万円とか入るんですよ。でその彼女の家に住んでるだけで7万円入って、でそのもともと失業保険で給料の7割分が入って、でさらに家賃手当1万円とかも入るので、働く必要なくねっていう人が結構いるんですよ。っていうのもあるので、若者失業率 20% っていうのがその日本の失業率の高さとそのフランスの若者失業率の高さを同じ数値として考えるのは僕は完全に間違ってると思うんですよね。とはいえそういう状況って知られてないじゃないですか、日本で。なのでフランスって若者失業率 20% だから若者が大変困ってる国だよねみたいな見え方がするんですけど、そんなに困ってねえんじゃねっていう。はい、すいません。まだ席を知らない高校生です。私が前にしていた2の質問に答えてください。ありがとうございます。なぜこんな質問をしたかというと、映画でギガノトサウルスがラスボスとなり戦うことになったからです。あと、ギガノトサウルスはティラノサウルスより頭骨と全長が長いです。すいません、お願いなんですけど、手を合わせてギガトノサウルスが勝ちますようにと祈ってください。お願いします。ギガノトサウルスが勝ちますように。ただ僕が祈っても結果変わんないんで、映画会社の監督に言った方がいいんじゃないですかね。28歳公務員元レスキューの訓練生、訓練中の怪我により左遷、田舎で地上勤務についています。救助免許、職場内問題、冤罪等一度に多数の精神的がかかり、心因的失声症を発症。喋れないですね。現在休職中、転職を考えています。休職期間で日照簿記とモス、現業で簡単なマクロ再生を取得に勉強中、さらにエンジニアの勉強をした方がいいのかなと思っております。昔 HTML、CSS、Java 経験あり、過去動画で無職の人にはエンジニアを進めるが現職があるというには進めないとありました。エンジニアの勉強をするべきでしょうか。まず心因性の失声症を直してください。要は今の現時点では心因性の問題があるので喋れない、だからエンジニアで暮らそうってなってると思うんですけど、そもそも論心因性で声が喋れなくなるような状況というのが変わってないのであれば、次はその心因性の理由でハゲるとか起きれなくなるとか突然意識を失うとかっていう別の症状が出る可能性があるので、まずはその心因性というストレスの状況を直してください。なので公務員だと思うので、ひとまず失業手当取っちゃって、でゆっくりと療養して、でストレスがない状態でだらだら暮らして、はてさて僕はどうやって暮らそうかっていう風にした方がいいんじゃないかなと思います。要はそのストレスがある状態でさらに何かの勉強もしなきゃいけないっていうと、余計その睡眠時間が削られたり不安が増えちゃったりするので。高一女子です。覗かれる気がして夜寝られず、寝られたとしても必ず起きてしまいます。自分の考えも見透かされている気がし、他人が話していたら自分の悪口だと思います。知人に話したことで当たり前ではないと知りました。知られたところ当てはまる症状があるものが出てきました。どうなのか知りたかったし、偉かったので母に心療内科に帰りたいと言ったところ、お前のせいだと責められてしまいました。ひろきさんならどうしますか。まず心療内科に行った方がいいは正解だと思います。ただ親がそういう人なので、親を信用してもしょうがないので、親に言わないでこっそり保険証を持って病院行ってください。で先生がどういうかによると思うんですけど、覗かれて困るようなことしなければ覗かれても困んないですよ。僕その窓開いてるので多分反対側の部屋に住んでる人とか、またあいつ黄色いパーカー着てなんか一人でずっとパソコンに向かって喋ってる気持ち悪いって思われてると思うんですけど、でも別に僕覗かれてもそんなに困ることをやったことがないので、別に覗かれても全然困らないんですよ。で僕お酒飲みながら喋ってるじゃないですか。要は理性がない状態で言ってはいけないことっていうのを自分が言うのかどうかの確認をするっていう作業をずっとやり続けてるんですよ。なんでアルコール度数の高いものとかもわざと飲んだりして、でなんかたまにすげえ酔っ払って何喋ったか全然わかんないっていうことがあるんですけど、とはいえなんか本当にひどいことはどうやら言ってないらしいぞっていうのがあるんですけど、たまにマスクかぶってる人を蹴ったりしてて、こいつ本当やべえなっていうのを、見たりするんですけど、っていうのもあって、別に僕自分が何を考えてるかとかを他人に聞かれて惹かれるのも別に気にしてないんですよね。いや酔っ払って他人を蹴ってるのも含めて自分なので、僕ってこういう人間なんだっていうのが分かるので、なので他人に覗かれるとか見透かされるっていうことが別に僕マイナスだと思わないんですよね。なので別にそうなんだ、見透かされるんだ、へえっていう形で生きていくっていうのでも全然生きていけると思うんですけど、
悟られっていう漫画があるので、もし興味があったら、立ち読みしてみてください。ひろきさんこんばんは。個人事業主の事業をやってます。一生懸命、興味があったらってどんな漫画が言ってないと分かんないですけど、悟られっていう、悟りって人の心を勝手に読むのようなんですけど、悟られの人って思ったことを全部喋っちゃう人の話なんですよ。要は思ったことを全部喋っちゃうので、行き交う人に、お前ブスだなとか、うわ、この人頭悪いって思ったことを、そのまま口に出して言っちゃうっていう病気なのかな、そういう性格の人がどうやって生きていくかっていう漫画なんですけど、なので、ドラマにもなってんだ。じゃあ結構有名なんですね。はいはい。なので、もし興味があったら、そうやっても別に生きていってる社会もあるし、別に問題ない生き方っていうのもあるんだなっていうのがわかるんじゃないかなと思います。個人事業主の事業をやってます。一生懸命勉強、研究しててもお客様の顔色、反応が異常に気になりいつも悩んでいます。どうしたらもっと普通になれるでしょうか。営業の時は会わないようにして全部メールベースでやればいいんじゃないですか。コロナ禍もあるんで、会わないで仕事を進めれば顔色は全く気にしなくて済みますよ。社会人23歳男性です。現在4年間付き合っている同い年の女性がいます。社会人から遠距離になり1年が経ちました。彼女は来年まで働いたら地元に戻り結婚したいと言っています。地元は自分も彼女も同じです。自分も結婚したい気持ちはあるんですが、今の職場で3年後にできる教育担当をしたいと考えています。そのことを彼女に伝えると、そんなに待てないと言われました。どちらも納得ができる解決策は見つかりません。どのようにすればよいかを教授お願いします。どちらも納得ができる解決策がないというのが分かったので、あとはお互いにどちらが重要なのかっていうところで折れるかどうかなんですけど、で、社会人2年目で、5年間やると教育担当になれるってことじゃないですか。多分、引っ越ししてその先で働いたとしても、3年ぐらいしたら似たような出世しますよ。なので、本当に能力がある人であれば、どんな会社に行っても別に何年かしたら出世するので、一生今の会社で働かなければならぬ、さもないと殺されるとかであれば、今の会社に居続ける必要があるんですけど、どんな会社に行ったとしても優秀な人は出世していくし、優秀な人は給料も上がっていくので、なので別に今の会社にそこまでこだわる理由がちょっとこれを見た限り僕は分かんなかったので、さっさと地元帰って結婚したらと思いますけどね。はい。で、もしそれで就職できなくて困ったってなったら、地元で子供産んだ後に、やっぱり仕事があり都会に行こうって言って、また家族3人で都会に行けばいいだけの話なので、なので、4年間付き合ってるっていう人が、多分相性はいいと思うので、その会社とかクソどうでもいい理由で別れるのはもったいないと思うんですよね。要は会社がすげえ好きだったとしても、その会社10年後潰れてないかもしれないですよ。あと会社の中でたまたま上司がすげえ嫌なやつになって、もうこの会社辞めてとかって5年以内になるかもしれないので、会社って基本的には使い捨てでいいと思うんですよ。なので自分が相性がいいと思う人間関係の方を大事にした方が後悔は少ないと思いますけどね。転職してみたら別に転職してみた会社も全然楽じゃんっていうのも普通にあったりするので。努力してまずくする人と味音痴タイトル解消お願いします。すみません。今回のタイトルが努力してまずくする人たちっていうのにしたんですけど、シャンパンっていうお酒がフランスのシャンパーニュ地方っていうところで作られるんですけど、で、シャンパンっていうとみんな淡入りの白いお酒だよねって、ブドウで作られたやつだよねってわかると思うんですけど、そもそも論あれ、スパークリングワインと呼ばれる、泡が入った状態で醸造しているブドウ酒なんですけど、でそれをシャンパーニュ地方で作ったものだけシャンパンと名乗って良いっていうルールがあって、なのでスパークリングワインっていうのだと1本1000円ぐらいで日本でも買えると思うんですけど、シャンパンという名前になるとだいたい1本3000円ぐらいになるんですよ。でぶっちゃけ大して変わんないんですよ。要はスペインだとカバって呼ばれる、スパークリングワインはカバって呼ばれるんですけど、カバでも全然美味しいのもあるし、別にチリ産のスパークリングワインでも全然美味しいのもあるんですよ。で、もちろんシャンパーニュ地方のシャンパンでめちゃくちゃ美味しいのありますと。ただ、別に他の地域のものがまずいわけでもなくて、シャンパーニュ地方で美味しいものは確かに多いよねというだけなんですよ。でも、味がわかんない人だと、シャンパーニュ地方のシャンパンだから美味しい。だからこれを買うっていうので、で、さらにシャンパンだから5000円。5000円ってことは美味しいだろうみたいなので買う人がいるんですよ。なので、
じゃあ目隠しして味だけで判断しましょうって言ったら、別にそのイタリアのスパークリングワインでも、そのフランスのシャンパンでも、じゃあスペインのカバでも、どれも美味しいよねっていう結論になっちゃうんですよね、人間って大体。でもそのシャンパンという名前がついてるだけで高く売れるので、シャンパーニュ地方の人たちっていうのは安売りをする必要がないので、味にこだわって物が作れるんですよ。なので、その要は、どうせ高く売れるんだから、きちんとした作り方を、きちんとしたスタッフを雇って、きちんとした給与を払って、永続的にやってって、シャンパーニュ地方のシャンパンというのは、ちゃんとしたものしかないよねっていうのを作り続けた方が、どんどんシャンパンの価値が上がるので、世界中で高く売れると。なので、きちんとしたものづくりっていうのをずっとみんなでやり続けるっていうのを守ってるので、なので逆にそのシャンパンっていう名前がついてるものに外れがないんですよ。そのスパークリングワインっていう名前で売ってるものだと、そのすげえ適当に作って、なんかアルコールと泡を足して、要は炭酸水になんかブドウ酒混ぜて、アルコール入れたら、ほらスパークリングワインだよ、みたいなものも売ってるんですよ。なので、しょうもないまずいものもあるんですけど、シャンパンでまずいものを探すのはかなり難しいんですよ。腐ってるとか別ね。っていうのがあって、なのでそのいいものをちゃんと作り続けるっていうのがなぜできたかっていうと、シャンパンという名前で売れるっていう特権があるから、そこにきちんとした職人さんがいて給与を払っていいものを作るっていう構造ができてるんですよ。で、パルミジャーノ・レッジャーノ、パルミザンって呼ばれてるチーズで、イタリアのパルミジャーノ・レッジャーノ地方でしか作れないんですけど、で、日本だとそのパルミジャーノで、パルメザンチーズって書いてあるやつは、実はあれイタリアだと違法なんですけど、っていう感じで、そのパルミジャーノ・レッジャーノは地方に住んでる菌を使ってるので、特殊な味になるんですよ。いや、その牛乳が発酵してチーズになるんですけど、で、その時にそのパルミジャーノ地方に住んでる菌が使うことで発酵してできるので、他の地域ではパルミジャーノの同じ製法で作ったとしても、完全に同じ味にはならないんですよ。菌が違うから。で、その菌もそこら辺のパルミジャーノ地方では普通にいる菌なので、その特定の菌をそのまま使ってるわけじゃなくて、いろんな菌が混ざった状態でパルミジャーノ地方の雑菌の風味がパルミジャーノレッジャーノなんですよ。っていうのがあって、なのでそのパルミジャーノは本来であれば結構高いんですよね。でも日本の場合って、そのなんか勝手に作ったチーズをなんかパルメザンチーズって名前で売ってたりするんで、っていうので、その他の地域に行くとパルミジャーノっていうだけで結構高く売られるっていうのもあったりして、なんでそのちゃんとした作り方をしているものというのを高く売るためには、このちゃんとした作り方をしている食べ物とか飲み物っていうのは、この地方でこういう製法で作ってますよ。だから高いけど、外れがないです、美味しいですってやることで、海外で売れるんですよ。なのでシャンパンって世界中で売れてるし、パルメザンっていう名前も日本人が聞いたことあるように、世界中に売られて高い値段で売られていくんですよ。っていうので、岡崎城っていう、名古屋にある、昔徳川家康が、治めてた岡崎っていう地域のお城があって、そこにちょうど昔町のサイズって1丁2丁っていう距離で言われたんですけど、で、ちょうど8丁行った距離に作ったところである味噌屋っていうのが、その、木の樽に味噌をつけて、で、その上に木の蓋を置いて、で、上に石を3トンとか置くんですよ。3トンですよ。要は100キロの石を30個で、それがさらに崩れないように置かなきゃいけないし、その力が均等に加わるようにして、重量をずっとかけ続けるっていうのを、その木の樽で2年間やり続けることによって、その木って、隙間が細かくあるので、空気を実は通すんですよ。で、空気を通すし、水分自体も木が吸収して外に出すっていうのがあるので、水分を徐々に減らしていって、で、その空気の循環もさせるっていう、その木の能力と上から3トンでめちゃくちゃ押さえつけるので、水分が減っていくっていうのを2年かけてゆっくり熟成させることによってできたのが八丁味噌っていうのがあって、680年とか続いてるんですよね。その元々本家2家の丸屋八丁っていう店と角久っていう2つの店が、その600年以上続けて作ってるんですよ。で、八丁味噌っていうのをちゃんと作り続けて、味が分かる人が食べると美味しいよねと。なので、じゃあ、八丁味噌っていうのをブランド化して、きちんと売り出したら、要は味噌って、味噌汁自体だったり、寿司屋とかでいろんなところで売られてるので、ちゃんとした味噌っていう形でブランド化したら海外で売れるかもしれないし、もっと高く売れてて、じゃあきちんとした作り方をするお店っていうのが増えるかもしれないよねっていうのがあるので、八丁味噌をブランド化しましょうっていうので、農水省に丸屋八丁味噌の人が、これをブランド化したいですって言ったんですよ。
したら結果としてどうなかったかっていうと、その680年間八丁味噌を作り続けてきた丸屋八丁味噌の人は、今後作る製品に八丁味噌という名前を付けてはいけませんっていう結論になったんですよ。その680年間八丁味噌を作ってきたんで、この名前を守りたいですって農水省に言ったら、お前作っちゃダメっていう結論になったんですよ。なので今後八丁味噌を作ってるそこの680年間作ってきた味噌屋さんは、八丁味噌以外の名前で売らなきゃいけないんですよ。なんかそれを丸米っていう名前にするのか何なのか知らないですけど、で、その八丁味噌って名前どういうところが使えるのってなると、ステンレスの樽とかで、なんか無理やり温度を高くしてドライヤーとかで乾かすと3ヶ月くらいで作れるんですよ。本来2年かかるんですけど、でそこのステンレスでドライヤーで作ってるんだったら、そこを八丁味噌って名乗ってもいいっすよっていうシステムを今後やるらしいんですよ。はい。っていうのが割と日本がやりがちで、で僕今ビールを飲んでるんですけど、ベルギーで作られてるビールで、これはビールだな。ベルギーの修道院で作られてるやつで、なんとかクリークってやつで、果物の皮とかを入れてるビールとか、ビールの中に、いろんなものを入れて作るビールとかがあるんですけど、で、ドイツって、ビール純粋令っていう法律があって、ビールを作るんだったら、大麦とホップと水以外を使ってビールっていう名前で売ったらお前ら殺すぞっていう法律があるんですよ。殺すっていうか捕まえるんですけど、要は美味しいビールを作るには変な混ぜ物、要はアルコールとかって添加すると簡単にまずいものを作れるんですよ。まずくてビールっぽいもの。でも時の王様が、俺はまずいビールを飲みたくないと。だからビールと名乗って売るのであれば、大麦と水とホップ以外絶対使うな。それ以外ビールって名乗ったら、マジ捕まえっからなっていうビール純粋令って法律を作ったんですよ。そのおかげで割とドイツのビールって世界中で売られてて、ドイツのビールって美味しいよねっていう評価があるんですよね。で、ベルギーの場合だと、修道所とかで、長年作り続けて、同じ製法で同じ作り方をしているので、美味しいよねっていうので、日本だとハイネケンじゃねえ、ヒューガルデンとか、割と有名な、ベルギービールとかが、そこら辺で売ってると思うんですけど、ヒューガルデンっていう名前のビール屋さんの居酒屋も、新宿にあったりするんですけど、なので何年間もずっといいものを作り続けることで美味しいものを作って、これが世界中に入れるよねっていうのをやるんですけど、で日本の場合って美味しいビールを作ると税金が高くなるんですよ。なのですごい美味しいビールを作りましたって言って、これビールですって言うとめっちゃ税金高くなってて、で麦を使わないで代わりにじゃあ大豆を使って作りました、あんまり美味しくないです、まずいっす、でアルコールも添加しました、これめっちゃまずいっすって言うと、じゃあまずいの作ったから税金安くしてあげるよって言って、まずいのを作ると税金が安くなるっていうシステムがあるんですよ。なのでもともと発泡酒っていう麦が30% 以上使っちゃいけないのかな。だから要はドイツであれば大麦 100% で作んなきゃいけないのを7割は麦以外を使わないと税金が安くなるっていうのを作ったんですよ、発泡酒っていう。で発泡酒っていうまずい酒が割と売れたんですけど、で発泡酒のさらに下に大麦ほぼ使わない、要は麦じゃない何かをなんか発酵させたものにアルコールを添加した謎の飲み物っていうのを作って、これだともっと税金が安いよっていうのを作って、で第3のビールって呼ばれるんですけど、めっちゃまずいんですよ。第3のビール美味しいよっていう人もいるし、発泡酒美味しいよっていう人もいるらしいんですけど、じゃあお前らそれ海外で売ってみろよと。いや美味しいって言うんだったら海外でちゃんと味が美味しいって売れるはずじゃないですか。でもどのビールメーカーの人もあれまずいって分かってるんですよ。なのでCM とかで美味しいとかこれ飲んで幸せみたいな CM やってるんですけど、ビールメーカーの人たちってみんなこれクソまずいわって分かって作ってるんですよ。なので海外輸出とか絶対しないんですよね。だってまずいんだもんっていう、まずいものを作った方が税金が安くなるので得するんですよ。なので農水省、ビールの場合は財務省か、税率決めてるから。だから財務省がまずいビールを作った方がいいですよっていう仕組みを作ったので、日本のビール会社は大学を卒業して科学とかを研究したすごい優秀なスタッフとお酒を作る当時の能力がある人たちで一生懸命努力してまずい酒を作り続けてるんですよ。
発泡酒が出てからもう20年以上経ったと思うんですけど、なので今のビール会社って一生懸命お金をかけてまずいものを作ってるんですよ。で、なんか、意味あんのって、まあ普通思うんですけど、で、最近その八丁味噌も、まずいものを一生懸命売り出そうとしてるっていうのがあって、なんかね、まあその、日本いい国だよねっていう人も全然いると思うんですけど、僕はバカがコントロールしてる国だよねって思ってるんで、はい、すいません。本来まともな人が多数派だったら、発泡酒とかマジ意味なくねとか、八丁味噌おかしいよねってなるはずなんですよ。でも残念ながら、バカが多数派なので、それが問題になって是正されようってならないんですよね。で、なんか、まあ、皆さんの中で、要は、発泡酒まずいの分かってるし、そういうの変えた方がいいよねとか、八丁味噌の方が、じゃあ、ちゃんとしたものが売れた方がいいよねって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、残念ながら少数派なんですよ。大多数の人って、バカなので、で、そのバカな人が政治家を選んで、で、その政治家の人たちが省庁をコントロールして、官僚の人たちもバカなので、まずいものを一生懸命作ってて、で、日本って経済成長率ずっと下がってて、で、なぜ経済成長率がずっと下がってるかっていうと、良い商品を作らないからなんですよね。まあ、昔じゃウォークマンっていうのが、ソニーっていう会社が作って、世界中で売れましたとか、じゃあ、任天堂っていう会社がゲーム機を作って世界中で売れましたとか、いいものを作ると世界中で売れるんですよね。まあ、トヨタの車もそうなんですけど、なのでいいものを作って海外で売った方がいいよねっていうのが、普通に頭が回る人であればわかるんですけど、残念ながら今頭の悪い人が多数派なので、悪いもの、質の悪いものっていうのを一生懸命みんなで作って、海外ではみんなが買ってくれません。なので経済成長率が下がって、日本って貧乏な国になりましたよねってなってるんですけど、でもそれは皆さんが合意してやっていることなので、なのでバカが多数派だと思ってます。はい、すいません。まあ、でも口には出してないんですけど、割と僕、まあ、酔っ払ってない時はあんまり口には出してないんですけど、遠回しに僕こういう話はしてると思うんですよね。で、全然僕が間違ってるんであれば、ここが間違ってるよっていうのを言ってもらえればいいと思うんですけど、残念ながら僕今、現実の話をしてるじゃないですか。現実こうなってますよって話で。予測の話をするときと、現実の話をすることがあって、例えば最近だと、雨上がり決死隊の、穂田原さんがカウンセリング受けた方がいいよっていう話を、僕、YouTube で酔っ払った時にして、で、あれがけしからんっていう話になんか、ヤフーのコメント欄とか、加藤純一さんとかに言われたんですけど、で、現実の話をしますよ。普通にじゃあカウンセリングとか心療内科の診察をしている先生で、50近い大人が毎日泣いてますって言ったら、それは何かの病気だって思われますよ。要は50近い大人が毎日泣いてるっていう時点で、もうそれは精神的な何かの病気なんですよ。50近い大人が毎日泣いてた状態で、あ、この人全然健康、何の問題もないっていう、カウンセラーとか心療内科の先生がいたら、もうそいつ絶対ヤブだから。なので、普通に考えて、50近い大人が毎日泣いてるっていう時点でもうメンタル病んでるんですよ。で、これは僕、事実の話で、別に僕がそう考えるとかじゃなくて、3歳とかならいいですよ。毎日泣いてても2歳とか3歳とかね、泣くのが仕事なんで。でも50過ぎてる人が毎日泣いてますって言ってる時点で、うん、それは心の病気だよねって、別に僕の独自見解とか試験とかじゃなくて、心の病を扱う人の一般的な判断なんですよ。で、要は宮迫さんが悪いやつで、穂田原さんは正しいということにしたい人たちが、穂田原さんが、なんか心療内科に行った方がいいっていうのを僕が言ったっていうのは間違いであるっていうことにしたいんだと思うんですけど、冷静に見たら、50近い、50過ぎてんのかなが、毎日泣いたら、うん、それは病気だよってなると思うので、僕を責めるんじゃなくて、穂田原さんなんとかした方がいいと思うんですよね。毎日泣いてるのおかしいでしょっていう。はい。で、じゃあ、蛍原さんが冠番組の実力がないですよねって言ってるのも、僕これ事実の話として言ってるんですよ。じゃあ宮迫さんっていう人が、なんか行列の並ぶ、なんだっけ、法律相談所だったりとか、
なんかいろんな番組のレギュラー持ってたじゃないですか。なんで、じゃあ、蛍原さんが、雨上がり消したいというコンビがトラブルを起こした後に、レギュラーの仕事がどれぐらい増えましたかって、普通に事実の話なんですよ。で、事実の話として、レギュラーの仕事そんなに増えてないじゃないですか。なので、その冠番組を作る実力がないですよ。テレビ局は蛍原さんに冠番組をオファーしないですよっていうのは、この1年半で証明された事実なんですよ。なので、僕が言ったその蛍原さん実力がないですっていうのは、僕の見解というより事実を説明しただけなんですよ。なので、いやいや、蛍原さん実力あるから、全然そんなことないですって言うんだったら、テレビ局に言ってください。要はテレビ局が冠番組をすでに提供して蛍原さんの名前がついた冠番組があるんだったら僕もそんなこと言わないし蛍原さん実力あるんだって思うんですけど1年半の結果を見て僕言ってるんですよ。なのでなんか芸人さん同士助け合いをするから蛍原さんは生きていけるし冠番組を持つ実力があるんだって言いたい気持ちがある人たちの気持ちはわかるんですよ。ただ僕は観測した事実を言ってるので、もし僕が言ってることが間違いだよと言いたいのであれば、テレビ局の人たちの考え方を変えるしかないんじゃないかなと思います。ホトちゃんかわいそうは正しいと思います。ただ、かわいそうというのと、事実はこうだよねっていうのは別の話なんですよね。上京して6年目の32歳、年収1200万円のフリーランスです。サラリーマン時代の取引先にお声をかけていただき、昨年からフリーランスとして働いています。近年東京の生活に疲れてきました。地元が九州なので、東京には仕事関係の知り合いしかおらず、プライベートと仕事の切り分けが難しくなっているのが原因かなと思います。地元に帰ろうかとも迷いますが、年収も大幅に下がる可能性が高いのでリスクと感じてしまいます。プライベートの人生はこれに取りが欲しいと考えています。ルクさん、ぜひアドバイスをください。地元の会社に転職、九州に。いろいろ転職活動してどれぐらい給料が下がるのかを確認してみてください。九州でもそれなりにイケイケでうまくいってる会社があるので、例えばレベル5って世界中で売れるゲームを作ってるので、別にそんなに給料安くないと思うんですよね。知らないですよ。で、LINE 福岡とかもあったりするので、多分 LINE 福岡って、給与体系は東京の LINE と同じ給与体系になってると思うので、多分福岡で働いてたとしても、給与は東京と値段変わらないと思うので、あと、レベル5じゃなくてなんだっけ名前忘れた。アルファシステムなんかそこそこ福岡って有名な会社がちょこちょこあったりするので、なので、転職活動してみてどれぐらい下がるのかっていう、自分が判断する上での情報をまず集めた方がいいと思うんですよね。なので九州に戻ったら給料が下がるっていうのを多分決めつけてると思うんですけど、どれぐらい下がるのか。で、例えば200万円下がるとしても、でも家賃が、東京と福岡、福岡はわかるんですけど、福岡で、家賃って東京と福岡で東京で30万円の家賃の家に住むのと、福岡で15万円の家賃の家に住むのだと、ひょっとしたら福岡の方が家広かったりする場合があるんですよ。で、食い物も安いですよとかもあるので、なので生活環境とかも考えてみると、給料下がるけど、貯金できる金額はあんまり変わらないよねっていうパターンもあるので、なのでそこら辺のちゃんと数字を出して比較するっていうのをご自身でやってみるといいんじゃないかなと思います。東京で30万ってすげえ。でも僕、代々木に住んでた時に、1、2、3部屋で30万円の部屋だったので、東京でなんかそれなりに便利なとこ住もうとすると30万結構普通ですよ。最近市長選が終わった某市役所職員です。上司からのパワハラのせいで体調が悪くなり休職すると同時に社内の人事課に相談しました。相談してから人事課から全く連絡が来ず流しても歩かされるだけでした。人事課は調査している体で私の休みのギリギリまで伸ばして辞めさせるようにしているように思います。実際人事に辞めてくれと言われました。この場合私の権利を守る方は何でしょうか。何かアドバイスがあれば教えてください。別に辞めなくていいんじゃないの？なんで休職してても休職手当ずっともらい続けてるので、むしろほっといたまま休職手当もらい続けて全然戻んなくていいんじゃないですか。いや、戻ってきてくれって言われなければ何にもしなくても給料もらえてるっていう夢の状態なので、何にもしないでダラダラして、家で副業とかして、で、副業の収入は奥さんとか子供の口座に振り込ませるようにすると、一切副業もしてない状態で休業手当ずっともらい続けられるので、何もしなくてもお金がもらえるという、むしろボーナスステージに入ってると思うので、僕はこれおめでとうございますっていう状況な気がするんですよね。ちょっとビールがなくなったので、続きのビールを持ってきます。すいません。
いや、はい、すいません、すいません。なんか、サンフーゲンっていう、ベルギーのビールが飲み終わったので、ヒルボーグでいいのかな。昨日スーパーに行って、なんか安売りしてたんですけど、6本で 2.4 ユーロなんで、6本300円ぐらい。なので、1本50円ぐらいのビールっていう、これをお買い得っていうんで買ったんですけど、はい。普通ビールって1本330ミリぐらい入ってるんですけど、これがちょっと少なめで250ミリですね。そして今キャップを開けるときにガラスが削れたっていう。大丈夫かなこれ、破片どこ行ったんだろう。まあ安いビールのガラスには気をつけましょうということで、はい。いや、一瞬で安いビール飲んでるなんてわかる。これそんなそこまで高くはないと思うんですけど、多分ちゃんと作ってるんですよね。ベルギーのサンフーヨは。で、それの後飲むと、一瞬で、安いぞこれっていうのがわかるっていう、だいぶ説得力のある味で。なんか酔っ払うと味が分からなくなるから、割とまずい酒を飲んでも人は分からないっていうのがあって、なので後に安い酒を飲むとなんかまずいって分からなくて幸せになれるっていうのがあるんですけど、一口でまずくはないんですよ。好き嫌いの問題、なんかね水っぽいんですよね。なんか元のビールの原液があって、それを水で薄めた感じがするんですよね。なんかなんか、やけにこれ味薄くねみたいな。すごい飲みやすいんですよ。さっぱりしてて。だから別に嫌いじゃないですよ。全然だから出されたらごくごく飲むんで、むしろ喉乾いてる時はすごい飲みやすいと思うんですけど、ただなんか、確かに、50円の味だなと思いますね。これ600円ですって言われたらちょっとびっくりするみたいな。はい、すいません。29歳男性、最新持ち専門卒、IT 業界で人材営業に従事、転職に関する相談です。約4ヶ月データサイエンスを独学し、カーグルのコンペにも参加したことがきっかけでデータサイエンスにハマりました。現在、セールスフォース関連の営業家、データサイエンティストのいずれかへの転職を目指し、なんとかどちらの転職しても内定いただきました。すごいですね。本音でなりたいと思うのはデータサイエンティストですが、経験から考えてみると営業の方の親和性が高いのかなと感じもやっています。ひろきさんはどう思われますか？アドバイスお願いします。29歳なので僕だったらデータサイエンティストの方にお勧めしますけどね。人生が長くてやりたいことがあって、そのチャンスが手に入るんだったら、全然そっちに行った方がいいと思います。で、すでにもう割とそれなりの会社で、お金をもう貯めている状態だと思うので、もしお金が足りてないんだったら一回セールスフォースに行ってお金貯めてみると思いますけど、ただ、せっかくのチャンスで自分がやりたいことができて、で、データサイエンティストちゃんと資格取って、職歴があると、アメリカだと年収1500万切ることはないと思います。僕一応データサイエンティストを名乗れる資格を一応持ってるんですけど、Google の資格を何個か取っちゃったので、そのせいでたまになんか登録してるメーリングリストでこんな仕事があるよみたいなの来るんですけど、アメリカで資格を持ってて仕事ができるデータサイエンティストで最低年収1500万円ぐらいからなんですよね。なのできちんと職歴があって資格がありますっていう状態で、今29歳だと思うので、3、4年働いて、で、言葉って喋れなくても、エンジニアってなんとかなるんですよ。コードさえ書ければ。なので、35ぐらいからアメリカでじゃあ、1500万とか2000万円もらってますみたいな生活ができると思うので、なので、将来的にもそっちの方が、専門卒っていうと、結局大卒ではないっていうので、日本だと結構買い叩かれる場合があるんですけど、アメリカで一回キャリア積んじゃうとそこがなくなるので、なので、その資格って英語できないとダメですね。はい。なので、僕は、海外で働ける形にしちゃった方が将来が広がるんじゃないかなと思います。ひろゆきさんの高校の同級生の手島さんの切り抜きを見ました。なんでか知らないけど、手島って書かれるんですけど、手島なんですよね。まあいいや。遺伝や育った環境もあるかもしれませんが、コミュ力が高くて羨ましいと思いました。ひろゆきさん、多くの人を見てると思いますが、手島さんくらい話術の上手い方や参考になった対応や思想はありますか？何でもいいのと教えていただけるとよろしくお願いします。手島が何をやったかって話で、僕、人と話をするのが苦手だったんですよ。今でも苦手なんですけど、
まあ、どんな話をしたかっていうと、普通人と初対面の時とかに何か話をしなきゃどんな話をすればいいんだろうって困るんですけど、手芝の場合って、まあ、言った話で、いや、なんかさ、ささくれがさ、痛いんだよねっていう話をするんですよ。で、ささくれ痛いんだよねって言われて、ああ、確かにささくれ痛いんだ。そっか、どうしたのささくれみたいな。っていう、なんか言われた側も会話が始まっちゃうじゃないですか。で、これって誰でも多分使えるんですよ。ささくれ、要は、黙った状態って他人同士って必ず発生するじゃないですか。で、その時に天気の話をするとか、なんかスポーツの話をするとか、なんか、定番のそのネタで雑談をなんとか広げるっていうのをやると思うんですけど、まあ、その高校生手芝はささくれのネタを使ってて、で、確かに手芝が、会話の、いろんなところでいろんな人と会って、手芝がいて楽しく会話をしてるっていう経験はあるんですけど、手芝が面白い話をしたっていう経験って一度もないんですよ。でも一度もないんだけど、みんなで楽しく会話をしている時に手芝がいる確率高いんですよ。だから全然関係ない、まあ大人になってからもその手芝がなんか後輩連れてきましたとか、なんか取引先連れてきましたみたいな飲み会とかになるんですけど、結果面白い飲み会になってるんだけど、手芝がすげえ面白い話をしたかっていうと思い出せないんですよ。でも面白い話を手芝はしてないんだけど、手芝がいる飲み会は結果として面白くなってるんですよ。で、これが何なのかっていうと、あの、人を雇うときに、まずは会より始めろっていう、話があって、なんか優秀なやつ雇いたいんだよねって中国の王様が言って、優秀なやつってどうやったら雇えるのかなって言ったときに、会っていうおっさんが、じゃあ俺を年収1000万で雇ってくださいって言うんですよ。で、会は超無能なんですよ。でもなんか、まあ、とりあえずじゃあ言われた通りしてみるかっつって、その王様が無能な会を年収1000万で雇ったんですよ。で、無能な会を1000万で雇いましたっていうのを、まあ、周りに言ったときに、あいつが1000万なのっていうので、周りの優秀なやつが超応募してきたんですよ。あんな無能が1000万だったら俺のももらえるっしょみたいなので、結果として中国中からいろんな優秀なやつがその国に来て、俺優秀っすっていうので、優秀な人の応募が来て、その国がうまくいきましたって。なので、プロモーションコストとして、その無能な会にお金を払うっていうのは結果として正解だったんですよ。なので、手芝が面白くない話をして、会話の糸口を広げるっていうのが、実は他の人が面白くない話もしてもいいんだ。で、俺こういうのあったんだよねっていうエピソードを広げやすくなるんですよ。で、どんな話でも人が話したら、ああ、そうなんだっていうので乗っかるし、で、こういう話をする人だったらこういう人なんだってわかるので、あ、そういえば俺もこういうのあったよっていうので、会話が積み重なるんですよ。で、そこって、本当に面白い人同士の会話だと、面白い話で会話のキャッチボールしなきゃいけないんですけど、手芝があまりに低いところで会話のキャッチボール始めてるから、会話のキャッチボールが低くて全然いいんですよ。なので、いや、前骨折した時は本当になかったんだよね。あ、俺も骨折したことあるみたいな、どうでもいい話でも会話が通じるし、で、確かに骨折痛いよねって言ったら共感が生まれるみたいな。っていうので、人間が仲良くなる時って別に面白い話をする必要ないんですよ。単に共感と自分が会話をした相手が聞いてくれたっていう状況があれば十分なんですよ。なので、言っちゃ悪いんですけど、ファーストフードとかでたまに聞く女の子同士の会話って超絶つまんないじゃないですか。なんか私こんなことがあって、つって、周り全然聞いてないみたいな。で、その話に乗っかるわけでもなく、全然違う話で、私こういうのがあってね、とか、化粧品可愛いと思うんだよね、とか、もう思い通りのことを言ってるだけで、お前ら会話積み重なってなくね、その話オチもないし面白くなくねって思うんだけど、彼女らは満足してるんですよ。なので、コミュニケーションって、面白い会話をキャッチボールする必要が実はないっていうのをちゃんと理解している男性ってあんまり多くないんですよ。で、手芝は知ってんのか知ってないのか分かんないけど、高校生の頃からそれやってるんですよ。で、手芝の面白いエピソードが何がありますかっていうのって、手芝は面白くないからすごいんですよ。はい。
ネットリアルでバカを見つけるとすぐ見下してしまいます。自分より優秀だと思う人には金玉シュンとするくらいの劣等感を感じます。人を見下している自分も劣等感を感じている自分も嫌いです。そんな自分を変えたくて1年前に大好きだったツイッターをやめました。ネットでのストレスがなくなった気がしますが、その分リアルでの見下し、劣等感が大きくなっている気がします。どうしたら私は自分に集中できるんでしょうか。自分に集中って何？別に人を見下すことは僕は悪いことだと思わないですけどね。バカはバカだなと思って割と僕は見下してるので、なのでなんか人を要は1+1 が2が分からないのであれば、まあそれはバカだよねっていうので、別に僕見下すことが悪いことだと思ってはいないんですよね。ただ、見下してることが他人に伝わるのは良くないんですよ。要はこの人僕のことを見下しながら喋ってるなっていうのがバレると、その人僕に対して嫌悪感を持つので、分かったとしても、この人バカだなって分かったとしても、僕はその人がバカだなっていうのを思ってるっていうのが伝わらないようにしています。なので必要なのは見下すのが悪いのではなく、それが伝わらないように、立ち振る舞いをするっていう演技力の問題だと思います。はい。で、優秀だと思う人に金玉シュンとするは、残念ながら周りに無能が多すぎるんですよね。ちゃんとしたところに行くと、世の中って優秀な人だらけなんですよ。なので、それなりのレベルの会社とかに行くと、それなりに優秀な取引先がいて、この人すげえなとか、この人優秀だなとか、結構他人の優秀さを見る機会ってだいぶ多いので、なので、この人優秀だなっていうのを見ても、別に何にも思わなくなるんですよ。優秀だと思うんですよ。で別に金玉シュンとするくらいの劣等感は感じなくて、すげえなって思うだけなんですよね。だからサッカー選手の本田圭佑さんと話をしてても、別に僕もすげえな、サッカーすげえな、で、サッカーの話とか、人とのコミュニケーションとか、どうチームの中で人を動かすかみたいな話を聞いて、すげえな、さすがだなって思うんだけど、別にそれはすげえなと思うだけで、別に劣等感感じないんですよね。だからエジソンが発明をしましたとか、グラハムベルが電話を作りましたっていうのを読んだとしても、別に劣等感感じないじゃないですか。もう優秀な人ってすごいなみたいな。なので優秀な人の話をなるべく多く聞くと、別に優秀な人の話と自分っていうのを切り分けて、そのエピソードとして受け止められるので、だからサッカーの話しましたけど、野球で言うとダルビッシュ有さんっていう人がいて、であの人が言ってたのが、変化球っていうのは基本的にちゃんとやり方が分かってれば全部の変化球が投げれるっていう。要は野球の変化球っていろんな種類があって、いろいろ投げ方があるように見えるんですけど、よくよく考えると、どの軸でボールを回転させるかというのをやるだけなんですよ。要はこちら側の縦回転なのか、それが横回転なのか、もしくは逆回転なのか、軸がこっちなのかって、要は軸と回転の方向しか変化球ってないんですよ。もしくは回転させないか。なので一切回転をさせないか、こちら側の回転をさせるか、こちら側の回転、要は順回転か逆回転かっていうと、回転の軸をどの位置にするかっていう、それだけしかないんですよ、変化球って。要はボールは前に飛びますと。で、変化をかけるっていうことは、回転の回転数と軸しかないので、それがどんな角度でも、どんな軸でも、どんな回転数もかけれるってなれば、どんな変化球でも投げれるっていうことなんですよ。で、別に投げる速さは腕力とか体の動きとかでまた別なんですけど、変化球を投げれるっていう一点に置くと、回転をどうかけるかっていうだけだよねっていう話をしてて、確かになっていうのがあるので、なので別に僕そこに劣等感を感じないんですよ。変化球全く投げれないんですけど、ただ、そういう感じで頭のいい優秀な人がこういう理論だよねっていうと、すげえな、確かにそうだわ。でも、その話をした人って僕聞いたことないんですよ。その変化球でフォークが得意ですっていう人とか、カーブが得意ですって、江川さんとかね、っていうのはいるんだけど、本来、カーブが投げれるんだったら、その軸を変えればフォークだし、じゃあこう変えたらナックルだよねとかって、すべての変化球が投げれるはずなんですよ。っていうのを、ダビッシュさんが言ってて、本当にそうだわっていうので、頭のいい人の話を聞くと結構知識が増えると。で、すげえな。で、仮に僕が野球選手だったら絶対真似してると思うんですよね。要は軸と回転数の練習をするだけでいいんだと。でもうまいカーブの練習とか、うまいフォークの練習だけしてると、多分その域にはたどり着かないんですよ。っていう、コメントで本題からどんどん離れてるって言われて、確かにね、はい、すいません。本当にどんどん本題から離れてますね。これ酒飲んでる人にありがちなパターンですよね。
なぜ日本ではバカそうな女の方がモテるのでしょうか。24歳女、外資系、年収820万です。人一倍努力をしているし、志を持っている自信がありますが、そんな中何も考えないバカそうな女ほどモテるし、幸せをつかむのがどうしても納得いかず正直嫉妬します。これ以上仕事を頑張ることが女として自分の幸せにつながるか自信が持てず真剣に悩んでいます。ひろきさんどう思われますか。24で820万だと、多分26ぐらいで、ね、頑張れば1000万いくと思うんですよね。で、26で1000万になった時に、ジャニーズ系の顔をしている男の子と結婚してください。要は、金で自分がすげえ理想だと思う男の子が選べるんですよ。で、要は、男の人が逆に何をやってるかっていうと、言いなりになる頭の悪い女の子の方が好きな人が多いんですよ。その頭のがいい人って反論してくるし言い返してくるからめんどくさいんですよ。でもバカだと丸め込めるから自分の家に置いとくんだったらバカのが楽だよねっていうのがあって、なので優秀な子と結婚したいって思わない人が結構多いんですよね。なのでそれは別に男女切り替えると、じゃあ顔はいいで別に無能っていう子と結婚しても何の問題もないんですよ。顔がいい無能って結婚すると結構大変なんですよ。日本の社会ってその主人がお金を稼ぐっていう文化があるので、顔がいい無能で稼げないってなると家庭めっちゃ大変で、お母さん子育てをしながら働いてお父さん無職みたいな。で顔がいいってだんだん劣化していくんですよ。で年取ってブクブク太ったりとかハゲたりとかって、その働かないハゲのデブが家にいてお母さんが一生懸命働けない子供を育てるみたいな状況になりがちなんですけど、でも自分が稼いでるんだったら金あるから別にもう無職でいいっすよ。家でただたまに料理とか作ってねっていう若くて可愛い女の子がその男の子選んで付き合って、で別に結婚する必要もないんですよ。ほんでなんかめんどくせえなこいつと思ったら切ってまた新たな若くて可愛い男の子を見つければいいし、でなんかコンドームに穴とか開けとけば可愛いイケメンの子種をもらえるので、可愛いイケメンの子種をもらって自分の子供を作って、で別にその人と結婚して別に一緒に一生暮らしたいでならなければさっさと捨てて、別にシングルでもお金があるのでシングルでやったりとか、じゃあ生活するんだったらこの旦那さんの方が安定だよねっていうので、そのイケメンの子供と安定の旦那さんセットみたいなのも可能なんですよね。なのでそのお金があるっていうのは自分の選択肢が増えるってことなので、むしろちゃんとお金を稼いで選択肢がいっぱいある中で好きな人を見つけるっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。外国人留学生23歳です。現在上智大学4年生です。ひろゆきさんよく日本の未来が悲惨だの、若者は日本から逃げた方がいいだろうと言ってますが、私は日本の大学院に進学して日本で就職したいと思ってますが、ひろゆきさんの話を聞いて少し躊躇してます。日本に居続けるのはいいでしょうか。はい、いいと思います。またアメリカ、フランス、中国人留学生は日本に就職して将来日本に生活するメリットはありますか。ないんじゃないですか日本って治安もいいし飯もうまいので、餓死することもないので、なので別に僕日本で暮らすことが悪いことだとは思わないですよ。今日たまたま話にあったんですけど、パリの場合ってじゃあ子育てをしますっていう時に11歳まで子供一人で外出るのって違法なんですよね。11かな。日本って幼稚園児とかが勝手に遊びに行って外で遊んでたりとか、小学生とかでもなんか友達に来ますとかって勝手に遊びに行くのはありなんですけど、フランスの場合って子供だけで外出は違法なんですよね。で、アメリカも州によっては子供だけで留守番してるのも違法なんですよ。日本って鍵っ子っていう言葉があって、両親働いてて子供家にいますっていうのって全然ありなんですけど、アメリカって州によってはそれ違法なんですよ。その小学生の子供だけ一人で家に置いてるのはもう虐待であるっていうので、いきなり警察が来て親が逮捕するんですよ。ホームアローンは州によって OK だったりするんですけど、ハワイが確かそれ違法なんですよね。っていう感じで、日本って実はすごく暮らしやすい国であるんですけど、その代わり働くとめっちゃ給料低いんですよ。でめっちゃ給料低いのと、あと違法な企業めちゃくちゃ多いんですよ。ブラック企業っていう言葉があるんですけど、サービス残業をやってる会社って全部違法な企業なんですよ。要は労働基準法で働いている場合は必ず給料を払わなければいけませんっていうのが法律で決まってるんですけど、残業代払わないとか、なんかたまに仕事がたまったから土日に出社して働いてるみたいな話って、あれ全部違法なんですよ。なので、あれを許してる会社っていうのは全部違法企業なんですよね。なので、違法な企業っていうのを全部摘発すると、多分日本の会社で残るところって半分以下になると思うんですけど、っていうのもあって、働く場所で考えると日本はかなりきついと思うんですよね。
ただお金を持ってると飯もうまいし、お金持ってると経営者側になるので、そのサービス残業してくれる社員もいるし、横領する人も少ないし、真面目に働いてくれるし、その子育てとかでも別に子供だけで勝手に遊びに行ってもなんかさらわれるとこもないので、超いい国なので、金持ってると超いい国です。なのでアメリカ人、フランス人、中国人とかですでにお金を持ってる人が日本っていい国だよねって言って働いてるっていうのは全然あると思います。はい。ビーガンが声を大きくする昨今、否定的な考えばかりではいけないと考え、ビーガンについてよく考えてみました。結果、私は肉食が大切だと思い、ビーガンにはなりそうにないという決断を取りました。しかし、当たり前に牛、豚、鳥を食べられる現状に対し、命への感謝が足りないと考えるようになりましたので、自分自身で屠殺を経験してみたいと考えるようになりました。そこで私に子供ができたら屠殺を経験もしくは見学させることを職業としているのではないかと考えました。ひろきさんどう思いますか？僕は反対ですね。裕次郎さんがその豚殺したりとか、屠殺をするっていうのは全然ありだと思うんですよ。ただ子供に屠殺を経験させるっていうのを子供がやりたいと思ってない状態でやるのってある種の虐待だと思うんですよね。生きてる生き物の腹を裂いて内臓を出すっていうのってトラウマになるので、その結果そんなものを見たくないしやりたくないっていうのでベジタリアンみたいになっちゃう可能性があるんですけど、子供のうちにベジタリアンになってしまうと割とちゃんと生育するための栄養素を取るのってかなり難しいんですよね。不可能ではないですよ。そのベジタリアンだけでもちゃんと必須栄養素を取り続けるは不可能ではないですけど、かなり難易度が高いんですよ。でファッションベジタリアンの人って結局ベジタリアンフードみたいなやつを買ってたりとか、あとはベジタリアンレストランみたいなところに行くんですけど、そういうところに行くと必須アミノ酸だったりDHA だったりとか割とベジタリアンが足りないと言われている栄養素ってほぼ取れないんですよ。要はベジタリアン系レストランって食えるよね、美味しいよねっていうものを出すので、本当に必要な栄養素っていうのは出さないんですよね。なので結局本当に成長に必要な栄養素っていうのは大人だったら自業自得でいいんですけど、子供だとそれで生育が、身長が低くなったりとかちゃんと体が育たなかったりっていうのがあるので、なので子供をベジタリアンにするのって僕はあまり良くないと思ってるので、なので屠殺を経験させることによって生き物を食べるのは良くないからベジタリアンになりますってなっちゃうと、その結果子供の生育に悪影響があったりするので、大人が見るのはいいと思うんですけど子供に見させるのは良くないんじゃないかなと思ってます。コロナって何ですか？メキシコで売ってるビールで割と水っぽくて暑い時に飲むとすごい飲みやすいので僕は好きですよ。瓶で売っててライムを刺して飲む人が多いんで、日本でもたまにやる人いるんですけど、アメリカとかで店でコロナって頼むと大体切ったライムがこう刺さった状態で来るっていう、そういうビールですね。1万2000円払ってもらってるんですけど、こんな答えでいいでしょうか？これも読んだやつ。新型コロナウイルスワクチンの接種について質問です。海外ではワクチンパスポートの導入が始まっているようですが、ワクチンを打たない派の権利が否定されるなどの話を聞きます。ワクチンを打った人たちだけでも経済を回っていかねばと思いますが、ワクチンを打たない人の生活に制限がかかるのは大変だなと思います。ちなみに私自身接種済みです。ひろきさん、この話どう考えますか？また日本でも海外のワクチンパスポートを進むと思いますか？ですね、なんかフランスが反ワクチンデモが結構毎週行われているので、なんかフランスで世論を二分して反ワクチンの話が出てるみたいなニュースに日本でなることが多いんですけど、そもそも論毎週何らかしらの理由をつけてデモをやってる国なんですよ、フランスって。なのでフランス人デモめっちゃ好きだよね、毎週やってるよね、その中に反ワクチンって言ってる人が集まるよねって話なんですよね。でじゃあフランスで世論を分けて反ワクチンという人が言ってますっていうのだと、じゃあフランスでワクチンを接種している人は何%だと思いますか？はい、皆さんコメントでどうぞ。12歳以下はまだワクチン受けられないかな。12歳以下は受けられないので、そもそもワクチンを 100% 受けることはまず不可能ですと。でアレルギーの人とかもあるので受けることはできませんと。なので、じゃあワクチンの接種率は何%でしょうかっていうので、実際の正解を言うと、今日時点で 72.3% です。で、12歳以下の人とかワクチンを受けられない人もいるので、多分 80% が限界じゃないかと言われているので、本当にワクチン嫌がって受けてない人って 7.7% しかいないですよ。
で、この中でも完全にワクチン受けた人で、ワクチン1回だけ受けた人っていうのはさらに多いんですよ。なので、その世論をその分割しては反ワクチンの人が多いんだっていうニュースになってると思うんですけど、残念ながらその反ワクチン派の人がフランスの材料を出すときは、意識していただきたいんですけど、フランス人の本当にワクチン受けてない人って、要は、2回受けた人が 72.3% なので、1回でも受けた人は除くとすると、多分 5% もいないんじゃないかと思うんですよね。っていうことなので、反ワクチン派は実はだいぶ少数派であるっていうのがフランスでさえ。で、それがなぜなったかっていうと、ワクチンパスポートのおかげで、僕昨日ショッピングセンターの中にあるスーパーに行ったんですけど、で、そのショッピングセンターに入るのでもワクチンパスポートがないと入れませんとか、あと動物園とか、屋外なんですけど、ワクチンパスポートがないと入れませんとか、レストランとか、カフェとかで、飲食をするんだったら、ワクチンパスポート出さないと入れませんみたいな形で、で、飛行機乗るとか長距離で移動するんだったらワクチンパスポートないとダメですっていうので、やっぱワクチンパスポートないと不便だよねっていう状態にすることで、ワクチンの接種率を上げてるんですよね。要はワクチン打つと、重篤化しにくいし、死ぬ人も少ないよねっていうのがあるので、できるだけワクチンを打つと、死ぬ人が減るし、病院もそんなに困らなくなるんですよね。で、今、フランスの、重病って言われているところに、埋まってる率が、フランス全土でいくと 44%。なので、6割空いてるんですよね。で、東京と大阪って今、ほぼ9割ぐらい重症の人のベッドが埋まっていて、その中等症って言われる人でも病院に行けないっていう状態なんですけど、割ともうフランスはその7割以上ワクチンを打ってるので、好き勝手に酒飲んでるし、別に外歩くときはマスクしなくても全然いいんですけど、ベッド全然空いてますっていう状態なので、多分もうこのままずっと、要はロックダウンとかもしないでいく感じだと思うんですよね。外は出るときも別にマスクしなくていいし、で、お酒飲むとかでもワクチンパスポート持ったらお酒飲めますっていうので、飲食店に自粛してくださいとかも言わないし、別に映画館とかもワクチンパスポート見せるんだったら好きにやればいいんじゃないのみたいなので。なので、こういう形で経済を回すっていうのが多分ヨーロッパのモデルになると思うので、なので、今年とかアメリカの様子とかも見て、日本は来年ぐらいにそれを真似してやるようになるんじゃないかなと思ってますけども。なのでロックオンしなくて、なのでロックダウンはヨーロッパはもうないと思いますけどね。ただ日本の場合はまだそのワクチンがそこまで普及してないのと、高齢者票が強いので、まだまだロックダウン的なことをする可能性がありますけども、はい。スパチャ4回目です。すいません。42歳女、准看護師、2年後ぐらいに個人で起業を考え中です。2つ案があり、1つはコロナ在宅療養者専門で、希望した生活必需品の配達と同時に容体確認の訪問。2つ目はビジネスマンをターゲットに早朝からの立ち飲みカフェ。ご意見をお聞かせ願いますでしょうか。よろしくお願いします。1つ目だったらさっさとやっちゃった方がいいと思いますよ。今だと結構儲かると思うんですよね。自宅療養してくださいって言われてて、お金はあるんだけどっていう人も結構自宅療養してる人いると思うんですよね。で、酸素濃縮の装置とかも使い方がわからないっていう人がいると思うので、なので別に1万円とかって大した額じゃないよねっていう人たちは世の中にいっぱいいるので、なので一回そういう人に来てもらって、じゃあ酸素の濃縮装置こうやって使ってくださいとか、酸素の血中酸素飽和度を測る機械とか持ってない人もいるので、じゃあこれ使ってくださいみたいな形で渡すみたいなのって多分結構なお金を取っても全然需要だと思うので、2年後だとむしろその需要減ってると思うので、やるなら今すぐやった方がいいと思います。で、会社組織風にして、最初のうちはスタッフがいないから自分が行くって形になると思うんですけど、そのうち暇な、同僚とかに、ちょっと今行けないんだけど、これ行ってくれないみたいな感じで、同僚に副業として頼むっていう形で広げていくと、多分噂でだんだん私も土日やれますとか、空いてる時間やれるよみたいな人がどんどん増えていくと思うので、なのでむしろやるんだったら今のうちに起業しちゃった方がいいんじゃないかなと思います。パルスオキシメーター。はい。先日交通違反で検挙されました。しかし警察官が持っていた違反切符を出す機会が故障しており、後日警察署に来るようにと言われ、その場で切符は切られませんでした。しかしその時に免許証、刑事、氏名、電話番号、住所を聞かれたので、正直に答え警察官はメモ帳にその内容を書いていました。交通違反は現行犯以外で検挙されますか？逃げ切れないでしょうか？ひろゆきさんの見解をお願いします。その後に呼び出し状が来るパターンもあるんですけど、
呼び出し状が来てなければシカトしてても実は何の問題もないです。呼び出し状が来てシカトをすると行政処分になるんですけど、呼び出し状が現在来てないのであれば、警察署に行くのはやぶへびになる可能性もあって、要はその現場の人って切符切れなかった場合って点数にならないんですよ。ただ捕まえた以上は手続きはやらなきゃいけないから警察署来てないってなるんですけど、ぶっちゃけ来てもらったら確かにその手続きやるんですけど、その呼び出し状来ないのであれば多分自分の点数にもならないので放置してる可能性があるんですよね。なのでワンチャン放置の可能性があるので、呼び出し状が来るまではほっといてもいいんじゃないかなと思います。ヒューガルデンって何ですか？ヒューガルデンでググると分かるんですけど、ベルギーの修道院が作ってるビールで、ヒューガルデン青と赤と銀色があるかな、3種類ぐらいあるんですけど、割とその麦の味が結構濃いビールで、その甘みがあるんだけど飲みやすいさっぱりというか、麦系のなんかとろっとした感じの味なんですけど、でそこそこ高かったりはするんですけど結構美味しいビールで、世界中で多分ヒューガルデン世界中に輸出されてるので、多分それなりの飲み屋に行けば探せばヒューガルデンって必ずあると思うんですけど、で日本で新宿の南口にヒューガルデンのお店があるんですよ。でそこ行くとヒューガルデンの色なんとか、あとベルギーのビールとか結構売ってるので、もしヒューガルデン興味があるんだったら新宿の南口のそういうヒューガルデンっていうビールのお店に行ってみてください。前近所だったんですよね。とはいえ僕3回ぐらいしか行ったことないんですけど、だって近所に山屋っていうお酒とか輸入の安いのを売ってるお店があって、でその山屋でヒューガルデンのビール普通に売ってるんですよ。なのでそのヒューガルデンのバーというか居酒屋に行かなくても別にビール飲みたかったら山屋行けば売ってるよねっていうのがあって、なので普通にそこら辺のビール屋さん探せばあるので、なのでもし興味があったらそこまで行かなくてもビール屋さんで飲みます。はい。でクリークっていうさくらんぼの酸っぱいビールとかそこで飲みましたね。ひろゆきさんこんにちは。現在も日本では大麻に厳しい社会ですが、大麻の代わりの香水を身につけていたら逮捕されてしまうのでしょうか？いいえ、原料に大麻は使用されていません。販売元は問題ないと言っていますが、何か警察にイチャモンをつけられて逮捕される可能性あると思いますか？匂いがしているという時点で逮捕されることはないんですけど、ただ確実に警察官に声をかけられるっていうのはあると思います。で、声をかけられた時に不審なことをした場合とか、その荷物を提示しなかった場合にその場から移動できないような状態にされて、逮捕ではないんですけどずっと話を聞かれて、でそこから離れようとして手を振りほどいたりすると公務執行妨害という形で逮捕されるっていうのになるかもしれないので、リスクがあるだけでメリットがないのでいちいちそんなのつけない方がいいんじゃないかなと思います。はい。彼女の姉と深い関係になりたいと思っています。ひろゆきさんならどうしますか？アドバイスをお願いします。マジで。まず姉と直接連絡を取れる手段っていうのを取って、で姉が自分に好意を持ってるのか確認してみてください。でもし好意を持ってないのだったら 100% 無理です。でもし好意を持ってるのであれば姉にその旨を伝えてください。付き合ってる状態で。で付き合ってる状態で伝えた時にその完全拒絶ブロックで終わりなのか、そういうのは良くないよっていうのかで分かれます。要は完全ブロック拒絶連絡取れないであればもう不可能です。ただそういうのが良くないよって言ってる時点で本来であれば連絡をしなければ済む話なのに、あえて連絡をし続けてるっていうのであれば、ひょっとしたらそっちの道はあるかもしれないので、なので妹さんと仲悪くなって別れてお姉さんと仲良くするっていうのは可能な可能性があるので、そこら辺の確認をしてみるといいんじゃないでしょうか。こんばんは。過去に産婦人科医か女子寮の管理人になりたいとおっしゃっていましたが、なれましたか？なれませんでしたね。別になろうとしたことはないんですけども、はい、すいません。昔出てた設定性ゲーム脳っていう動画で産婦人科医とか女子寮の会員になったら面白いよねって話をしてたんですけど、でも多分面白いと思うんですよね。飽きるんですかね、分かんないんですけど、はい。多分こういう考えをしてる人はなれないと思うんですよね。
某地方中小都市に暮らす地方国立大学部の1年生です。私はいわゆる地域枠に一浪の末入学しました。地域枠とは奨学金を受け取る代わりに県内で指定の診療科で11年医療に従事する義務を負うというものです。ちなみに自体や退学は原則として認められていません。私は義務年限終了後首都圏に転勤したいと考えています。しかしある意味地元を裏切る行為なので人から後ろ指される時代になるのではないかと思っており不安が拭いきれません。この件に関してひろゆきさんどのように思われますか？まずお医者さんがどの枠でその大学に入学したかどうかなんて知ってる人はいません。で、お医者さんがどの大学を卒業してるかどうかっていうのを知ってる人すらいません。なので義務を守らなかった場合にその大学の学費払えよって言われて払わざるを得ない場合もあるんですけど、別に義務が終わった時点で都会に行ったとしても誰も知らないです。それおかしいよねっていうのを後ろ指さす人は今日いません。だって分かんないんだもん。何枠で入学したかなんて。なので、いえいえ違いますよって言ったら、それで終わりです。要は地域枠ですよねって仮に言ってきてる人がいて、いえいえ違いますよって言った時に、地域枠である証明というのを他人がすることって不可能なんですよ。この話前に小池さんの、小池都知事の学歴の話でもしたんですけど、他人が学歴を証明することってかなり難しいんですよ。今時例えばじゃあ慶応大学卒業ですっていう人に慶応大学にこの人卒業してますかって確認しても個人情報っていうのを盾にされてそこに卒業生かどうかの確認って取れないんですよ。要は大学を通ったかどうかすら確認が取れないので、さらにじゃあ学部がどこかも確認も取れないし、じゃあ入学した時の枠が一般枠なのか地域枠なのかは赤の他人が確認を取る手段はないんですよ。要は仮にそれで確認が取れて証拠があったとしたら個人情報を流出させたよねっていうのでむしろ大学が罰則を受ける話になっちゃうんですよ。なので証拠を取ることは不可能って思った方がいいんじゃないかなと思います。で卒業証書って出したとしても何枠で卒業なんて書いてないんで、なので卒業証書を仮に見たとしてもどういう枠で入学したか絶対分かんないので、なので違いますよって言い続ければいいんじゃないかなと思います。精神発達障害41歳、障害者枠パートで障害年金もらってます。思いつきでいつもお世話になっているある業界のプロの方と企画話をしました。コロナが明けたら面白い企画ツアーができそうです。ただツアーをするには会社を立ち上げるか企画を旅行会社に投げるかの選択とコロナの課題があります。コロナはともかく会社を作るのと小さな旅行会社に投げるのではどちらが良いと思いますか？ちなみにそのプロ曰く誰も手を出したことがない分野らしいです。私の資産は300万くらいです。旅行業の場合だと会社を作ったとしても意味がなくて、国内で企画旅行をするのであれば、国内旅客事業管理責任者の資格を取らないといけないので、その資格を持ってない人が会社を立ち上げたとしても残念ながらそういう事業はできません。で、会社を立ち上げた後に保証金として国内だと700万円ぐらいを国に予託するか、もしくは旅行業協会に加入して毎年10万円とか払わないといけないので、結果として自分たちで資格を取って会社を作るよりは多分小さな旅行会社に投げた方がいいと思うんですよね。僕国際の方の全国の方の旅行取扱管理者の資格を持ってるので、なので旅行代理店立ち上げるのはすげえめんどくさいからやらない方がいいっていうのを肌身を持って知ってたりします。はい。要は同じような感じでこういうのやったら楽なんじゃねえと思って資格を取ったんですけど、海外旅行で同じようなことをやろうとすると7000万円ぐらいかかるんですよね。7000万円ぐらいを国に予託するか、もしくは旅行業協会っていうところに毎年何十万円から払わなきゃいけないんですけど、でそこの旅行業協会っていうところの会長が和歌山県に住んでる二階さんっていう政治家で、なんか毎年2年間で4000万円ぐらい献金してたんですよね。なので僕がお金を払うと二階さんにお金がいって、で結局GoTo トラベルをやりますみたいなことになったりするので、お金を払ってそういう悪いことに使われるのは嫌だなって僕は思うので、なのであんまそういう教会にお金を払う気はないです。はい。こんばんは。通信制高校に通っている男子2年生です。保育園の頃から警察官が夢で高卒、専門卒か大卒になるかで迷ってます。理由は人生に一度きりの大学生活が楽しそうだなと思ってるからです。でも大学卒だと勉強範囲や倍率の難易度があるのでそこで悩んでいます。というかアドバイスをください。F ランだったら別に名前かければ受かるので大学行っといた方がいいですよ。
就職するときも大卒っていうだけで就職の面接までは行ける確率が上がったりするので、なのでお金があるんだったら大卒をお勧めします。スリーオツという映画を見てインドに非常に興味を持ちました。まだ貧富の差がやばく、ムンバイ以外は治安が微妙らしいですが、今後先進国並みに発展していくでしょうか。またインドのインデックス投資はどう思いますか。あれですよね、宇宙人役やったりとかで結構有名な俳優の人が理系の大学に入学して、で割とその優秀な成績で卒業したんだけど、その後消息不明になってしまって、であいつに会いに行こうぜっていうので、どうしようもないその同僚たちがそいつを探しに行って地元に行ってみて、その名前のその地元に行ってみたら、そんなやついねえという事実にあたり、あれおかしいなっていうことでいろいろ調べてって、最終的にその同級生が見つかるっていう、結構あれいい映画なんで、おすすめトップ100に多分入ってると思いますけど、でインドの貧富とさめちゃめちゃ激しいんですけど、ただ人はなぜ困るのかっていうところで、餓死もする人もいるし、すごい困ってる人もいるんですけど、ただインドの人たちの考え方ってそれが当たり前だよねって思ってるので、不幸かっていうとそんなに不幸ではない気がするんですよね。でインドの治安がいいか悪いかでいうと、僕インドで旅行してて治安悪いなと思ったことないんですよね。多分金持ちっぽい格好をして歩いてたら殴られて腕時計取られるとかっていうのがあったと思うんですけど、僕汚い格好で金目のものを一切持たないで夜中とかもダラダラ歩いてるので、別に襲われたりしないんですよね。であとインドってそこら中に人いるんですよ。要は治安が悪いところって人があんまりいないから襲われるんですけど、インドって家がない人がザラにいるので、路上に必ず人がいるので、悪いことすると結構みんなが見てるんですよ。なので誰にも見られないで犯罪をするってインドの都市部ではかなり難しいんですよね。なので夜中でも全然人いるので、なのであんまりその治安が悪いとか危険だって僕インドでは思ったことないですね。カルカッタとかですけど。で先進国並みに発展していくでしょうかっていうのでいくと、発展しているところはすでに先進国並みです。ただ日本みたいにみんながみんな家に住んでクーラーのある家に住んでっていうのになるかっていうと、インドはなりません。でそれをインド人も目指していません。なので要はみんながいろんな仕事をして転職して、社会を良くしてって、社会ってこういう形で発展していくよねっていうのを当たり前だと先進国の人たちは思ってるんですけど、インドの人たちって自分たちの1000年前からの生き方が当たり前で、それを続けることが正しいと思ってる人は結構多いんですよね。なのでインドのアブヤマと呼ばれるような地域っていうのに行くと、自動ドアの店は一切ないんですよ。でこの話前にもおっしゃってますけど、ドアを開ける係の人っていうのがいるんですよね。でドアを開ける係の人っていうのは誰でもなれるわけじゃなくて、ドアを開ける係の一族の人がなるんですよ。要はドアを開けるっていうのを他人のために開けるっていうのが人に対するサービスなので、自動ドアというのは失礼であるっていう考え方があって、でドアを開けるということはドアの鍵を持つ。で誰を入れてもいいとか、こいつは入れちゃいけないとかっていう店のセキュリティの責任も持つんですよね。要は犯罪者の一軍とかっていうのを入れちゃまずいじゃないですか。なので信用できるやつをドアマンにしなきゃいけないっていうのがあって、ドアマンの一族に仕事を頼むんですよ。でそのドアマンの一族の長にこういう店なんだけどドアマン派遣してくれないっていうと、その一族の中から誰かが派遣されるんですよ。でそいつがトラブルを起こしたら一族が責任を持つんですよ。なので仮にその鍵を使って悪用して悪さをしましたっていうのが分かったら、その責任は一族が負うんですよ。なので一族が損害賠償をするので、そのドアを開ける一族にお金を払っている限りは悪さをする人がいないっていう安心感があるんですよね。っていう感じで同じ仕事をし続けるっていうので、ドアを開けるっていうのが不況になりましたってなったとしても、それは一族で仕事をしてるやつが他の一族を食わせるんですよ。
なので一族の誰かが仕事を受け取っていれば、そいつがその一族にお金を払って食べ物を買ってきたりするので、なので失業したとしても、じゃあこの店がじゃあなくなりました、俺失業しましたって言っても安心して子育てとかできるんですよ。要は自分が失業したとしても他の店が開いてるわけだから、他の店のドアマンがその食い物を持ってきてるので一族としては困んない。なので自分がクビになることっていうのは別にそんなに困ることじゃないんですよ。なので店が潰れたとしても別に構わないよと。要は店が一切なくなったとしたらその一族困るんですけど、店はずっと続くよねと。でじゃあタージマハールとかでもタージマハールって有名な観光地があるんですけど、あれもタージマハールを修復する一族っていうのがいるんですよ。でタージマハールを修復する一族っていうのが石灰でタージマハールって作られてるんですけど、その石灰にいろんな色の石灰を接着剤とかを使わずに埋め込んで装飾をするっていう技術を持ってる人たちなんですよ。要は石を正確に切り取って削ってはめ込むことでそこで固定されるっていう技術をもうずっと先祖代々伝統的に教えてる一族で、他の人たちがそれできないんですよ。でその人たちがずっと修復をし続けていて、でタージマハールの政府がお金を払ってるのでその一族はずっと食ってると。でタージマハール出身の男の子は一生そこで過ごすんで、他の仕事を一切する必要もないし他の技術も覚える必要ないっていう形でずっとそれが永遠に続くっていう一族と、それをメンテナンスするタージマハールっていうのがあるので、なんか日本みたいには失業したからじゃあ新しい仕事とか、じゃあなんかクーラーの効いた家に住みたいよねってならないんですよね。っていう伝統が続いてるので、インドっていう国は昔からずっと発展し続けてるんですよ。その発展っていうのが何かにもよるんですけど、っていうのがあるので、先進国みたいになってないからインドは良くないっていう考え方自体が間違ってると思って、インドは今昔から続いたインドが最適化された形で、それがずっと永続させるにはどうすればいいだろうっていう形のシステムを作ってるんですよ。多分500年後ぐらいって日本の神社半分以下になってると思うんですよね。神社っていう建物日本中に今でも多分2000個ぐらいあると思うんですけど、壊れたらもう直せないとこがほとんどなんですよ。その神社を直すための大工さんっていうのがまずそもそも少ないのと、でなり手も少ないので、結果としてなんか日光東照宮みたいなところはちゃんと職人さんが直すんですけど、地方の神社とかってもう直せる人いないんですよ。要は忙しすぎるのと直せる人がいないので、もう朽ちたら終わり、燃えたら終わりっていうのがあって、で外国人がなぜか神社に火をつけるっていうブームがなんか何年か前にあって、外国人の人が日本に来て神社に火つけて燃えて、でもう直せないからそのまんまっていうところが何個かあるんですよ。で伊勢神宮っていうのが50年に1回新しいものを作る、で古い方を壊すっていうのをやってるんですよ。要は昔からある建物なんだからそれそのまま残した方がいいじゃんっていうのが先進国の考え方なんですけど、伊勢神宮の人って職人さんが死滅したらもう治らないから50年ごとに新しいものを作ると。なので60歳ぐらいの棟梁が10代の子にやり方を教えて伊勢神宮を作るんですよ。で10代の子が50年後60代になったら棟梁として10代の子にこうやって伊勢神宮を作るんだよっていうのを教えて新しい伊勢神宮を作るんですよ。でその10代がまた60歳になった時に教えるっていうので、50年ごとに作り方を教えるっていうのをやることで伊勢神宮は長期的に残り続けるっていうのをやってるんですよね。なので木造建築ってそういう形で残さ20年だっけ、ごめん20年だわ嘘ついた、ごめんなさい。なので10代の子が30代になった時に60歳の人の棟梁に聞いて30代で現場としてやって10代の子に教えるっていう形で、はい嘘つきました、すいませんっていう感じであくまで壊すことで新しい職人さんが経験を積んでずっとそれを永続させるっていうのをやってるんですよね。なのでインドもそうやってるし伊勢神宮もそういう形でやってるんですけど、残念ながら他の神社っていうのはそこまでの職人さんがいないので多分なくなりますと。なので先進国の生き方が正しいのか先進国のやり方っていうのが普及するのがいいことかっていうと、僕はそうはなくて昔ながらのものを残すためには昔ながらのものを残す形で人をどう同じ仕事をやってもらうか、でそこの子孫も含めてやってもらうかっていう構造を作らないとそれが維持できないっていうのがあるので、なのでなんかインドが変わらないのが良くないというふうに僕は思わないですよというのを長い話にしました。はい。
現在4年生の大学で映画制作を専攻しています1年生です。コミュニケーション能力がなさすぎるのと人と関わるとメンタルがすぐ病んでしまう性格で将来現場に出た時にうまくやれる気がしないです。映画を作ることに興味があって今の学科に入ったのですがいざ実習とかになると人と何かを一緒にやることの壁が高すぎて克服できる気がしません。最近になってものづくりの世界は意外と大会なのに気づきました。コミュ力皆無でもこの世界でやってこうありますか？ありません。仮にあるとすると新海誠さんみたいに一人で作るっていうその要は全部一人でやって作ってこいつすげえやっていう評価になった後にじゃあスタッフが来るっていうパターンだと思うんですけど基本的にはものづくりってコミュニケーション能力がないと全部一人で作らざるを得ないんですよ。でも声優さんがいたりとかじゃあその絵描いたとしても背景は別の人が描くっていうのはアニメとかでもあるんですけどっていうのがあって本当に一人で全部作るってなかなか難しいんでコミュニケーション能力を磨いた方が仕事にはなりやすいんですよ。要は他人が作るものを手助けすると給料っていう形でお金がもらえたりするのでそれでそのものづくりの経験だったり他人の使い方っていうのを勉強できるんですけどまだ新海誠さんももともとエロゲーの動画とか作ってたんですよね。新海誠エロゲーで検索すると昔のいろんなエロゲーの動画が出てくるんですけどで人も食えないうちはエロゲーの動画を作るっていうのでお金をもらってエロゲー会社の発注を受けてなんかこういうエロいキャラなんだけどなんかおしゃれな感じの動画作ってって言われて分かりましたって言って作るみたいなことをやった経験で綺麗な映像を作る能力っていうのを手に入れたんですよ。給料で食ってね。でその結果じゃあもう俺エロゲーの動画なんか作んないぜ全部好きな映画作るぜっていうので一人でコツコツと映像を作ってで初めて一人で作ったものっていうのが割と世間で受けたのでじゃあこの人優秀じゃんっていうのでスポンサーがついてで君の名はみたいな映画を作れるようになりましたっていうのがあったりするのでなので一人で作る能力を作るためにもやっぱり最初はコミュニケーション能力が必要なんじゃないかなと思ったりします。というわけで肉を焼くのでそろそろ終わりますっていうのを16ユーロで買った肉を3時ぐらいから56.9度で温めてるので多分6時間ぐらい温まっていてそろそろご飯が炊けたので肉を焼きます。はい。20代男です。躁うつ病と適応障害の症状があり地元の東京に戻って生活を受けたいと考えています。親50代で年収900万大学卒業したら働き養うつもりなどないと公言済みで年収は高いですが扶養を頼める状況ではありません。親親族に一切バレずに生活保護を受給したいと考えているのですどうするべきでしょうか。まず地元じゃない東京に行ってください。別に地元が例えば赤羽だとしたら世田谷区とかに行ってなんとか一人暮らしをしてそこで生活保護の申請をしてください。で今生活保護の申請をすると親族に連絡をするのを断るっていうのができるんですよ。いや親族に借金をしているので親族に居場所を伝えられてしまうと借金の請求が来てしまうので親族に連絡先を教えたくないので親族に連絡をしないでくださいっていうのが今できるようになったんですよ。なので地元じゃない東京に戻って親族に連絡をしない形で生活保護をしてください。カタカナにしちゃってすいませんでした。使命です。世界観とはこれ何の話だヒューガルテンって何ですかの話。ヒューガルテンと使命がすみません1個抜けてて何の話だか分かりません。こんばんは。彼女に200万貸したまま飛んだ。こんばんは。200万貸したまま別れを切り出され LINE ブロックされました。貸してと言ってきた LINE の履歴、貸した後に感謝を伝え LINE、送金履歴なども残っています。相手の現住所、氏名、生年月日、口座暗号などは知っています。全く返してもらえないのは納得いきません。相手は定職については手取り25万円ほどだと思います。手紙などを送りましたが音沙汰なし。少しずつでも返してほしいのですが何か良いアドバイスありましたら教えていただけたら幸いです。内容証明を送った方がいいんですけどもう最初から弁護士さんに頼んだ方がいいと思います。認めたくないかもしれないですけど完全に確信犯です。なので逃げ切る気満々だと思うので今のやり方だとしかとこいて3年とかかなで多分時効になっちゃうと思うのでなのでしかとこいて逃げ切る気満々だと思うので弁護士を使った方がいいと思います。で弁護士を使うとさすがにこれ逃げ切れねえやっていうので覚悟を決めると思うのでもし弁護士さん使うともう逃げ切れないのでなのでさっさと弁護士さんと飲んで内容証明を送った方がいいと思います。ちなみに内容証明ガチシカトっていうのもあるので個人がやると結構そういうのやっちゃうので弁護士さんをちゃんと使った方がいいんじゃないかなと思います。
今は山口県済みなのですが、来月から東京のマンスリーマンションに住みながら転職活動します。転職先が決まれば、そこから本格的なアパート探しに移ろうと思っています。そこで都内でおすすめの場所を教えていただきたいです。状況自体が初めてなものなので、まず、山口県にいる状況でちゃんと転職活動してください。マンスリーマンションに住みながら転職活動しても、転職先決まらないと、単なるお金を失っただけになっちゃうんですよね。なので、山口県の状態でちゃんと転職活動してください。東京に行ったとしても就職できるという、保証がないので、で、東京に行って就職できるぐらい、優秀な資格なり、実績なりがあるんだったら、山口県にいる状態でも面接は全然できます。今時コロナがあるんで、面接コロナ禍なんで、ズームでやりますとかも全然あるので、なので、山口県にいる状態で転職活動した方がいいと思います。お久しぶりです。カンボジア語が話せないカンボジアメンバーがいる YouTube ナパーマです。おととい TikTok に4本動画を載せてみたところ、1万、3万、4万、55万と4本ともバズらせることに成功しました。おめでとうございます。自分の YouTube でも載せていたものの切り抜きを載せたので、バズって少し嬉しかったです。現在もまだチャンネル登録者数が230人程度と相変わらず底辺ですが、引き続き頑張っていこうと思います。まず経過を報告させていただきました。質問というのは経過報告だ。多分TikTok って面白いもので再生数が伸びるものが自動的に出てくるってアルゴリズムなので、YouTube っていくら面白いものを載せたとしても人に見つけられないと沈むんですよ。でも TikTok の場合って面白いものを載せるとちゃんとそれが広まるっていう仕組みがあるので、TikTok でうまくいったということは多分方向性間違ってないです。なので、同じ方向でずっと TikTok でやり続けて、YouTube でやり続けて、で、TikTok の方にYouTube こちらですっていうのをちょっとずつ載せることで、TikTok のユーザーを YouTube に持ってくるってことができるので、で、ある程度そのユーザーを持ってきて、TikTok、そのユーザーで YouTube で回るようになると、今度はその YouTube のおすすめにも再生数が高いという形で表示されるようになるので、なので今の形をちゃんと続けるといいんじゃないかなと思います。現在高校3年生の18歳です。この度1000万円程度の臨時収入が入ってくるのですが、利益をそこまでいらないので、ひろゆきさんがお勧めする運用方法を教えていきたいです。大学に進学することは決定しているので、学費や親孝行など以外にしていただけるとありがたいです。積立 NISA に突っ込んで600万円ぐらい確か突っ込めるはずなので、残り400万はインデックス投資でいいんじゃないかなと思います。なので、使うんじゃなくて、積み立てに、要は将来に使うお金として突っ込んでおくといいんじゃないかなと思います。あと、もし大学に行かない気だったら大学の学費にするといいんじゃないかなと思いますけど。29歳 ADHD 持ち女性です。最近転職をしてカメラ屋で働いています。ですが、早くも不満があり辞めたいです。手順を覚えるのが苦手で、確認して不安なことは何かと上司に聞くようにし、取りためたメモを見てやるようにしています。でも、頭では覚えてないのと先輩に言われ、メンタルも少し来てます。昇給できるよう目標を持ちやりましたが、やりがいが感じなくなりました。その職場あんまりよろしくないと思いますよ。別にメモしてても仕事が出ていれば何の問題もないんで、頭で覚えてないのとかいうような先輩がいて、で、それを注意する人がいないという環境は多分あんまりよろしくないので、なので、もし転職できるんだったら他の会社行った方がいいんじゃないかなと思います。別にメモをして、ミスがないのであれば、社会人としては何の問題もないので、なので、ミスをしないで仕事ができる人を悪く言うという環境というのは実は良い環境ではないっていうのがあるので、なので転職活動がもしできるのであればした方がいいんじゃないかなと思います。大学田舎公務員3年目です。職場の人間関係、隣町に住む父によりモラハラがストレスで、転職活動のせい、米軍基地の正職員に内定しました。おめでとうございます。転職すると親に報告すると親不孝者と流れてしまいました。退職願を今週中に出さなければなるんですが、いろいろ、米軍基地の存続や他人の目線等を考え、決心がつきません。ひろゆきさんは在日米軍基地で働く日本人に対してどう思いますか？また決心がつく言葉も。在日米軍基地で働くのが悪いという感覚がある人がいるという時点で僕は驚きですけど、何が悪いんですか？沖縄の人とか、米軍基地で働いている親族がいると、職場として安定しているからおめでとう的な感じになると思うので、なので何の問題もないと思いますけど、で、米軍基地の存続は多分一般の会社の存続よりは全然安定してますよ。いや、一般の民間企業、例えば東芝が20年後あるかどうかっていくと、結構確率微妙だと思うんですよ。多分 50% ぐらいの確率であると思うんですけど、50% ぐらいの確率で東芝ない可能性あるんですよね。要は10年前に、じゃあシャープっていう会社なくなるよって言っても、誰も信じなかったと思うんですよ。いやいや、シャープだよね、みたいな。でも、シャープは今台湾の子会社なんですよ。要は台湾の会社に身売りしたんで。
っていうのがあるので、その民間の会社に比べたら、米軍基地の方が全然安定してると思いますよ。なので僕は、なんでそれが嫌なことだと感じるのかが全然わかんないです。はい。その日本から米軍が撤退する可能性っていうのが仮にあるとしたら米軍基地がなくなるんですけど、日本から米軍が撤退するときって多分もう中国にいいようにやられてて、民間もそれどころじゃないと思うんですよね。要はそのアメリカが日本は撤退して中国の好きにさせた方がいいなと感じたときに米軍撤退するので、要はその米軍基地って日本を守るためにいるというのが一応表向きあるんですけど、その中国がその太平洋にその進出してくるとまずいので、アメリカとしては日本をその米軍の前線基地として使うというアメリカの利益として米軍基地を置いてるというのもあるんですよ。でもそれがなくなるということは、多分アメリカが太平洋を諦めた。で、アメリカが太平洋を諦めたとすると、中国がめちゃめちゃ幅を利かせてる、もしくはロシアがめちゃめちゃ幅を利かせるという状況なので、多分その民主主義とか、今のそのアメリカのそのアメリカに従って、Google とか使ってるのがいいよねっていう状態じゃなくて、むしろそのバイドゥとかウェイボーとか中国のサービスを使ってて、その中国人が台湾のようにいろんなところで中国企業がいっぱい増えて、その中国の人のお金で食ってるっていう状況になってると思うので、よほどその状況が変わってるんで、民間企業なんてまずバタバタと中国に買収されてると思うので、なんで米軍基地の方がまだ安定してるんじゃないかなと思いますけども、はい。先日岡田斗司夫さんにお会いしていただきました。動画と変わらない素敵な方でした。岡田斗司夫さんの本で一番のおすすめは何ですか？よければ教えてください。岡田斗司夫さんの本で面白くなかった本は僕は一冊も読んだことがないので、昔その岡田斗司夫さんって本全部ネットで公開してたんですよ。最近の本は知らないですけど、なので岡田斗司夫さんの本だったらとりあえず全部タダで読めるので、今も多分探せばあると思うんで、もし興味あるんだったら全部読めばいいんじゃないかなと思います。あの人プライドがめちゃくちゃ高いので、自分に嘘つけないんですよね。要は僕は自分で書いてない本も西村博之っていうので平気で売って、何にも良心の呵責を感じないんですよ。買ってる人って僕が書いてると思って誤解して買ってるんですけど、僕後書きすら書いてない本も僕の名前で売ってるんですよ。で、要は人を騙して金取ってるんですよね、僕と出版社。でも岡田斗司夫さんってプライドが高いので、嘘をつくができないんですよ。なので一字一句自分で書いてるし、本当に自分が正しいと思うことしか書けないんですよ、あの人。不器用という呼び方もありますけど、僕は別に赤の他人が僕の名前で文章を書いて発表しても何にも感じないですよね。っていうのがあるので、なので岡田斗司夫さんの本に関しては岡田斗司夫さんがちゃんと書いてるので、面白くないものはないと思ってるので、なので岡田斗司夫さんの本を読むのが割とおすすめですよ。ミュージカル女優として事務所所属をしていましたが、コロナで仕事が入り生活のため知人の会社で働いています。現在彼氏上場企業役員が結婚を考えてくれていて、仕事辞めていいよと言ってくれているので、事務所を探し活動再開しようかと思ってますが、まだ舞台公演が安定しないので時期をかかってます。活動方法、事務所、タイミングなどアドバイスしていただけないでしょうか。配信アプリやミュージカル受けませんでした。まず結婚してください。結婚した後に事務所を探してください。要は役者として残念ながらうまくいかなかったっていうのが現実の27歳の方ですよね。で、長くやってたらうまくいける可能性もあるんですけど、彼氏がたまたま心変わりして、やっぱ結婚するのやめるわってなった場合って、27歳無職劇団員っていう、何年後かだと29歳無職劇団員っていう、かなり社会的に微妙な状況になっちゃうんですよ。でも、結婚してて生活が安定しているのであれば、32歳でいきなり花開くみたいなパターンもあるんですよね。壇蜜さんって確か30過ぎてから売れたと思うんですけど、っていう感じで、長年才能がある人がやって花開く場合もあるので、生活安定させるが超重要です。なので、事務所探すのは全然いいんですけど、結婚してから探した方がいいと思います。京都在住ですが、市は財政破綻に近い状態ということです。京都市の財政破綻を回避することはできないでしょうか。お金使いすぎてるんですよね。いろんな団体があって、その団体にいろいろお金を使い
続けてて、そうは言っても昔は観光客来てからだからなんとかなるよねってなったんですけど、その観光客が全然来ませんでした。でもいろんなところにお金を払わなきゃいけませんみたいなのがあって、例えば京都の市バスっていうのが、なぜか京都の市役所の人たちじゃない人たちが採用を決めていて、なんか謎の人たちのお金をずっと払い続けなきゃいけない構造になってるとか、そこら辺の構造改革をしてないので、なので収入がなくなるといきなりやばくなるよねっていうのがあるので、なのでそこら辺の財政改革をちゃんとやれば財政破綻をしないと思うんですけど、なのでそこら辺の政治家と京都市民の覚悟の問題だと思うんですよね。謎の団体が生き延びるような状況でお金を使い続けてるので、そこにもうお金を払わないようにしようっていうのでやると、多分すげえ嫌がらせとか悪さとかされると思うんですけど、そこを受け入れる覚悟を市民と政治家があるかっていう状態なので、ポテンシャルは全然ある地域なので、そこの覚悟がちゃんとできれば別に財政破綻はしないと思うんですけど。知人がマンションを建て替えようとしているのですが、一人の住人が立ち退きに同意せず建て替えられません。しかも家賃を滞納しています。何か解決策を講じてあげたいです。ちなみになんちゃらサーカスを心身言ってるやつです。何々ちゃん、まま無人島に住めばいいのにね。もう、訴えて、めちゃめちゃ金積んで和解するぐらいしかないんですよね。居住権ってめっちゃ強いので。ただ、最近彼は仕事がうまくいっているらしいので、勝手に鍵変えちゃうっていう手ありますけどね。勝手に鍵変えちゃって入れない状況にして、で、その代わり事務所にお金を払ってホテルを手配してもらって、事務所が手配したホテルっていうのに1ヶ月住んでもらって、で、その1ヶ月の間、何々ちゃんの家に別の人が住みます。で、1ヶ月住むと確か居住権が主張できるようになるので、なので、居住権を別の人が持ってるっていう形にするっていうのをやれば、多分なんとかなるかもしれないので、なので、他の人に居住権を持たせるっていうのを、やれるんだったら、ただ事務所を巻き込んで、ホテルに住むっていうのを合意してもらうか、別の住む場所を作るか、海外ロケ1ヶ月を組むかみたいな形で、帰ってこないけどトラブルにならないっていう形にすればなんとかなるかもしれないですけど、そうじゃないと正攻法として裁判という形になるんじゃないかなと思います。というわけでそろそろ終わります。双極性障害持ちです。現在は派遣で働いています。今後体調が心配です。正社員で働いて生活を安定させるか、少し収入をセーブして障害年金をもらって病気を安定させるか迷っています。ひろゆきさんの見解を聞かせてください。障害年金もらって病気安定させる方がいいと思いますよ。ある程度安定してない状況で仕事をするっていうのはハードル高いので。25のウェブエンジニアです。自分が主導だったコンペが通って無事に受託業者として選定されました。ただしそこそこ中規模なシステムでディレクター側にまず何をしていくか検討がついてません。上司にも相談していますが、自分含めて5人くらいの会社の上、システムを把握しているのは自分くらいです。正直他の社員は任せた投げやりな感じです。そんな状況でのディレクションを行う上でも何か条件をお願いします。多分任せたって言えば何とかなると上司が思っちゃってると思うので、もう無理っすって言って何にもしないっていうんでやると、上司が必死で何とかしようとすると思うんですよね。で、その上司が必死で何とかしようとしてるっていう中で、やっぱり手伝いますって言って、要は上司が一回動いちゃうと上司としてもシステムを把握している状態になるので、なので手伝いをするポジションになるんですけど、今の状態だとその上司はシステムを把握しないでもなんか丸投げでうまくいくんじゃないかっていうので、なんとか楽をしようとしてると思うので、楽ができないようにするといいんじゃないかなと思います。39歳女性です。夫47歳、子供が0歳、4歳、6歳います。医療事務なら1000人職員になりそうなんですが、子育ての両立が厳しそうです。年齢を重ねると1000人になるのも厳しそうな気がします。1000人ね。はい。何か子育てと両立できる良い職種はないでしょうか？教えてください。今割と医療系の人って医療事務探してるところ多いので、ちゃんと就職先きちんと探すと、9時5時で OK ですっていうところってパートで OK ですみたいな探せばあるので、一生懸命探すっていうのでいいんじゃないかなと思いますけど。ただ0歳だったら働かないで子育ての方に時間を費やした方が長期的にはいいんじゃないかなと思いますけどね。多分旦那さんも働いてると思うので、なので2年ぐらいは子育てに注力した方が結果として子供がうまく育つんじゃないかなと思いますけども。ひろゆきさんの配信を見て明日も仕事頑張るのでゆりえ頑張れって言ってほしいです。スクショして励みにします。ゆりえ頑張れって言ってもスクショだと画像なので声は残らないのでスクショしてもしょうがないんじゃないですかね。
スクリーンショットってその画像をキャプチャーする画像を作る技術のことを指すので、多分その切り抜いて動画に撮るっていうのはスクショって言わないと思うんですよね。家出して身分証と家がありません。今ホテル暮らしできています。身分証がないので今のバイトを辞めたら生きていません。身分証と家を手に入れる方法はありますか？本当に日本人であれば別に役所に行けば住民票作れて、住民票作りますって言って住民票作れて、で、原付免許とか取れば身分証を作れるので、なので役所に行けばいいんじゃないですか。で、日本人じゃないとすると、外国人がどうやって身分証を作るか、労働ビザを作るかっていう話になるので、それ多分もう NPO とかに頼って、働かなきゃいけないんですけど、NPO に頼って下手をすると不法滞在外国人という形になると、入管に拘禁されたりする可能性もあるので、なのでちょっと日本人かどうかで対応は全然違うと思います。仕事の要領がとても悪いです。大した業務量ではないのに毎晩23時帰りです。うまく手を抜けば良いのだと思うのですが、何年やっても抜きどころがわからない。抜いてもそのことが気になりすぎて先に進めないという状態です。どうしたら要領良くなるでしょうか。要領良くない人は要領のいい人の真似をしてください。自分で何かうまいやり方が思いつけるとか思わない方がいいです。頭のいい人はできるんですけど、それができないからうまくやってる人の真似をするっていうので、真似に特化した方がまだマシだと思います。今高校3年生なのですが、一人暮らしをしたいと思ってます。親は若い時はしたいことをしろって言ってくれますが、一人暮らしだけはダメだと言われます。理由を聞いても納得する返事が返ってきません。多分女の子じゃないですか。親を納得させる条件や、何あればやっていけるかなど教えていただきたいです。ひろきさんは自分のお子さんが一人暮らししたいと言われたら何て答えますか？自分で稼げるんならいいんじゃないですか？まず一人暮らしをしたいんだったら、不動産のサイトとかで、自分が住みたい物件探してみて、いくら必要なのかを調べてみてください。で、家賃以外にも、電気代とか、ガス代とか、水道代がかかるところもあるんですけど、で、そこだったりとか、じゃあ携帯電話代とか、食費とか、いろんなお金がかかるので、その金額を計算して、その金額をどうやって稼げばいいのかっていうのを考えてください。で、高校にちゃんと通わないでバイトをして稼ぐってなると、多分、中卒で社会に出ることになるので、将来めっちゃきつくなりますよ。なので、高校をちゃんといい成績で卒業して、ちゃんと勉強して、その上で、授業料、生活費を稼ぐってなると、相当難易度高いので、まずじゃあ、実家にいる中で勉強してお金を稼ぐっていうのをスタートしてみてください。一人暮らしをしなくてもお金を稼ぐことができるので、実家にいながら勉強もして成績も下げないでお金を稼ぐっていうのをやって、で、毎月必要な金額が稼げるようになったら、そこで初めて一人暮らしっていうのをスタートできるので、なので、親に黙ってお金を稼ぐっていうのを今からやればいいんじゃないかなと思います。男の子なんですね。すいません。先ほどディズニーのソウルフルワールドを見て泣きました。セクハラ上司で疲弊したため休暇中なので生きるとは仕事をするとは何かについて考えることもあり、心に刺さったものだと思います。ひろきさんは魂について何かお考えのことや感じられることはありますでしょうか？またセクハラ親父の心理は何でしょうか？単に頭が悪いだけでしょうか？絶対にバレるのになぜセクハラするのでしょうか？バレなかった経験があるのと、性欲が強すぎて理性よりも性欲を優先してるっていうだけなので、そういう意味でいくと頭が悪いというか、欲望が強いなんですよね。なので、芸能人とかである程度うまくいってるにもかかわらず、不倫をしましたとか、多目的トイレでやっちゃいましたとか、面接できた人妻に手出そうとして、それが文春に売られて、めっちゃ記事で、バッシングされましたっていう人とか、お金を持ってて頭がいいにもかかわらず、そういうことをやらかしちゃう人っていうのは必ずいるので、なので、性欲が強い人って、セクハラとかしちゃうよねっていうことだと思うんですよね。大卒27歳男性再志望です。地方の印刷会社に勤めています。業務内容は新聞印刷です。年収は600万ほどでやりがいを持って取り組めていますが、発行部数が確実に徐々に減少しており、将来に少し不安があります。ひろきさん、今後の印刷業界は新聞業界についてどう考えでしょうか？また、地方紙や小さな地域紙が生き残るため必要なこと、アドバイスや意見をお願いします。残念ながら減る一方ですね。新聞を新規で契約する人が増えるという未来がどう考えても描けないんですよね。なので、ひたすら、新聞社はオンラインで、オンライン新聞の有料会員を増やすとかで、なんとか新聞社としては残ると思うんですけど、紙の方が残る未来はないので、僕が考えてなんとかなるっていうのはもう無理だと思います。なので、長期的に本当に考えるのであれば、さっさと転職するか、印刷業じゃない会社で、
業務を増やしていくかっていう形になるんじゃないかなと思います。旦那が26歳、外国人で日本語は初級レベルで 3DCG アーティストなのですが、現在年収が300万未満です。今後年収アップしていくにはどうすればいいでしょうか。アーティストっていうのは 3DCG でどこかの会社で働いて給料をもらってるわけじゃないですよね。なので普通に給料をもらう仕事をすればいいんじゃないですか。そのアーティストって、うまくいけば伸びるんですけど、現状うまくいってなくて年収を増やしたいのであれば、普通にその CG の仕事をして給料をもらうっていう仕事をすれば、もうちょっと給料上がると思いますよ。あと、もしその日本の会社でうまくこき使われてるんだったら、海外の仕事を受けた方がいいと思うんですけど、カナダの会社とかのリモートで受けてますみたいな、日本に住んでますみたいな見たりするので、なので、その外国の会社から仕事を受けるリモートの方が、まだ給料いいかもしれないですよ。37歳で彼と12年同棲してます。お互いに結婚する気がなく、2人で年収700万ほどで楽しく生活しています。彼の親から月1連絡があり、結婚しろ、子供を産めと言われます。しかし彼の家族が苦手で家族になりたくないのが本音です。ひろゆきさんにとって結婚する意味って何ですか？別に結婚しても家族と連絡取らないって全然できますよ。結婚って別に書類出すだけで、その相手の彼氏の家族と連絡をしなければならないというルールはないので、なので別に実家とか行きたくねっすって言えばいいだけなので、なんで結婚しちゃえばいいんじゃないですか。大学4年就活中のキャバ嬢です。家出をきっかけに金銭的な理由で水商売を始めました。高校で真面目に勉強し、マーチの大学に通ってますが、今は勉強もできないし、資格も何もありません。どうせなら営業がいいと思い、保険の営業と自動車のディーラーを受けています。ひろゆきさんならどっちがいいと思いますか？キャバ嬢におすすめの業種や業界がありますか？別にキャバ嬢かどうかってどうでもいいので、保険の営業と自動車のディーラーどっちの方がうまいかなんですけど、自動車のディーラーは今後かなりきつくなると思うので、保険の方がまだマシだと思います。で、保険の営業って顔がいいと受かりやすいんですよね。なので受かりやすいし、長期的にもまだ仕事が残りそうなので、保険の方がいいんじゃないかなと思いますけども。25歳女性です。結婚前提にお付き合い同棲して1年半の彼氏がいます。付き合いより喧嘩が増え悪化しています。当初よりお互いに遠慮しなくなった、相手のことを気づかなくなった、喧嘩のために作る約束を守れないというので、喧嘩が絶えず悪化する原因だと感じています。それでも今後長く一緒に行きたいと思っています。絶賛喧嘩中なのですが、どのように仲直りすれば今後につなげられると考えられますか？素直に毎回謝り続ければいいんじゃないですか？その自分の我を通したいというので喧嘩になるので、我を通さないで言ってる通りですねって言えば多分揉めないと思うんですよね。なのでどっちが折れるかの話で、もしその仲直りしたいのであれば自分から折れる習慣をつけた方がいいと思いますよ。暇なので王国を作り始めました。動画にもまとめたのですが、国名を決めようと思い、いろいろな国の由来を調べました。結論としてひろゆきさんに聞こうってなりました。ひろゆきさん、王国の前どんなのがいいと思いますか？すでに存在する国王の名前をつけると検索で引っかかって多分再生数伸びますよ。バッシングもされると思いますけど、再生数伸ばすんだったらもうプミポン国王のプミポン王国とかつけるとタイ人からめちゃめちゃ怒られて再生数伸びると思います。ワクチン2回目接種して12時間くらい経ちました。副反応でつろいで白井さん励ましてください。さっさと寝ちゃった方がいいですよ。ワクチンの副反応って時間が経てば解決するので、睡眠薬飲んで、睡眠薬飲んでいいやつ飲んでいけないやつがあるんですけど、とりあえずさっさと寝ちゃって時間が過ぎれば良いっていうのにした方がいいと思います。何でも壊していい部屋を開業したいと思います。うまくいくと思いますか？なんかいくらでも皿割っていいみたいなのでうまくいってるみたいな、なんかバーの話とかもあったりするので、なんでプロモーションさえしっかりすれば結構うまくいくんじゃないですかね。36歳会社員です。実家に住んでいる父親が飲酒運転をやめてくれません。家族や親戚の足を真面目に受け止められない方です。事故を起こすとリスクが高いので、次やったら警察にいますと言って本当にやらかしたら免停罰金額で警察を呼ぼうかと考えています。やりすぎでしょうか？もっと効果的な方法はありますでしょうか？ありません。多分本当にデメリットが理解してないと思うので、ちゃんと警察呼んだ方がいいと思いますよ。ではなんとなくトラブルになってないし、酒飲んで帰った方が楽だよねっていうのでずっとやりすぎちゃってるので、本当にデメリットがあるって身に染みないと多分やらないと思います。日本人はあまりにも嫉妬がひどくないですか？自分で努力で成功を勝ち取った人にさえひどい言葉をよく言います。旧ソ連の誰かが日本はそれ以上に社会主義国だみたいなこと言ったらしいんですけど、もしかして日本には社会主義の方が向いてますか？でも実質社会主義ですけどね。そのアメリカって法律で違法とされてないことは好きにやっていいですよ。いくらでも好きにやってくださいっていう国なので、
通貨を発行してはいけませんっていう法律がないので、勝手に通貨を作って勝手に配ったり支払ってる人っているんですよ。要は例えばじゃあ、ヒゲ親父ドルっていうのを僕が作ったとして、で、ヒゲ親父ドルっていうめちゃめちゃキラキラした金貨を作りました。で、お店に行って、この T シャツくれよ。で、このヒゲ親父ドルあげるよって言って、お店の人が、あ、いいよって言ったら、別にそれは OK なんですよ。で、ヒゲ親父ドルが流通したことになるんですよ。いや、それは法律で何の制限もしてないので、別に勝手に名乗った通貨で勝手に物を買っても何の問題もないんですよ。ただ、これを日本円ですよとかアメリカドルですよっていうと偽造通貨なんですけど、これは俺のオリジナルの通貨ですっていうと何の問題もないんですよ。でも多分ね、日本ってそれやると何かで怒られるんですよね。法律上制限がなかったとしても、いかがなものかっていう人がいて、やっちゃいけないことっていうのをなんとなく作るっていう国なので、嫉妬が多いのもそれで、すげえうまくいった人がいて、法律上何の問題もないでしょってなったとしても、なんかムカつくけど、こういう理由で社会的に良くないみたいなことを言って、何らかしらの制限をかけようとするんですよね。なので、日本は割とルールになってないものでも、良くないということに従うっていう国民性があるので、なので、なかなか社会主義よりも厳しいっていうのはそうなんじゃないかなと思いますけども。私は生理痛、排卵痛がひどくどうしても出勤できないことがあります。生理休暇を男性上司に申し出たところ、無給だが昇給には響かないので、感じはいいがと説明された上、最後に他の女子社員は管理職でなくても我慢している。私は管理職と言われ、生理休暇が取りづらくて悩んでます。ご教示ください。もう取りまくればいいんじゃないですか。生理休暇が理由で、昇進できないところになった場合、労働基準法的には、文句言うと結構労働基準監督署が怒ってくれたりするので、気にせず休暇を取ればいいんじゃないかなと思います。そういう人が増えると休暇取る人が、休暇を取りやすい会社になるので、結果として女子社員が働きやすくなるので良かったよねっていう結果に長期的にはその会社でもなると思うので、その上司にしてみると、働かないやつがいてめんどくせえってなるかもしれないですけど、多分会社にとっては長期的には良かったよねっていうことになるんじゃないかなと思います。娘がチェコに留学予定です。チェコ語がマイナーなようで大学費用がとても安いです。EU に加入している国を回ってみたいようです。チェコ語を学んで日本で需要あると思いますか？ほぼないです。ほぼないですけど、チェコとかスロバキアとか学費がタダなんで、なので学費タダの大学に行きたいよねっていう人が行ったりするので、それも含めて外国人タダっていうのをやってると思うんですけど、なので別にチェコ語を覚えたとしても役に立たないですけど、ただ多分コミュニケーション自体はほぼ英語でやると思うので、結果としてチェコの大学を卒業した時には英語が喋れる人が出来上がると思うので、多分何の問題もなく就職もできるんじゃないかなと思います。こんにちは、10代学生です。スパチャを送ったのですが、読まれる前に消えたので再度送らせていただきますが、夜に親がお酒を飲むんですが、お酒を飲んだ後暴力を振るい、孤児院に行ってなどとの暴言を言われます。しかし朝になるとそのことを忘れ、暴力、暴言などの行為を否定します。この状況を打開できるでしょうか？ひろきさんの意見が欲しいです。録音、録画をしてください。本当に覚えてない、分かってない可能性があるので、録音、録画をして、で、クラウドに上げてください。本当は自覚してるけど言ってないということにしたいっていうタイプだと、スマホで録音録画したとしてそれを消される可能性があるので、クラウドに上げておくとそれが証拠として残るので、もしこれが続くようだと学校の先生に相談しますとか、児童相談所に相談しますっていうと、さすがに変わるんじゃないかなと思うので、なんで証拠を取った方がいいんじゃないかなと思います。最近誰にも応援されないので頑張れと言ってください。頑張ってください。というわけで、あと肉を焼かなきゃいけないので、そろそろ終わります。すいません。お疲れ様です。というわけで、なんかバタバタとすいませんけども、読めなかったやつもいっぱいあると思うんですけど、すいません。僕にとっては肉が優先っていう、僕の優先順位を優先してしまってすいません。はい。では失礼します。